はい、どうも、ジャルです。今週もエボニー配信始めていきます。ということで、島永さん、こんじゃるは、ホワイトロータスさん、こんじゃるは、ココさん、こんじゃるは、長谷川さん、こんばんは。はい、ということで、今週もね、エボニープレイ配信をしていきますということで、皆さんもね、エボニーなどをプレイしながら、ラジオ代わりに聞いていただけたらと思います。はい。今日、あの、気、気づいたら、あのーもう始まる前に高評価が2件ついていて、枠立て時の高評価税ありがとうございます。はい、始まってすぐ、また高評価増えてる。はい、よかったらね、忘れないうちに高評価ポチッとしてくれると嬉しいです。ということで、サダダモンさん、こんちゃるは、体感者の泉ですね。ということで、はい、そうなんです。今日のね、タイトル。あのーひどいですよね。急に増えてたんです。金曜日に。はい。金曜日に急に増えていて、まあなんだろうなと思っていたら、昨日ね、お知らせがね、来ましたね。はい。この体感者の泉についてね、お知らせが来ていますということで、はい。まあね、絶対ね、運営がね、ミスっただけですよと思ってるんですけれども、はい。こちらね、今日はこの体感者の泉についてね、ちょっと正確なんで見ていこうかなと思います。はい、いつもエボニーを応援していただきありがとうございます。ちょっと読めない祈りを捧げ、神々の祝福を受けます。体感者の泉機能が正式にリリースされます。ということで、もうね、3月10日にはもうリリースされてましたからね。もうしばらく経ってましたから。えー王が神々と交換し、祝福の聖気を集め、体感者の泉を修復して強い属性ボーナスを得ましょう。ということで、自分の都市の資源地の付近に、新しいね、施設ができました。建物ができましたと。で、文明によってちょっと位置がずれるよということなんですけど、まあ基本的にはね、白入った画面の右下ですよね、多分ね。建物は6つの祝福の正義で構成されていますと。で、王城のレベルが上がると1つずつアンロックされ、アンロックされると属性ボーナスが得られますということで、これね、あのー王将のレベルが低いともしかしたら、なんか1個とか2個しかないよっていう方いるかもしれないんですけど、私はね、もうリリース時点で6つだった感じがします。6つだよな。ちょっと見てみよう。1、2、3、4、5、6だからね、マックスになってますね。まあ多分ね、ゲームのシステム的に計35になったら全部出るんじゃないかなって勝手に思ってるんですけれども、まあまあ、なんかそういう仕組みなようですと。はい。で、続いて、これじゃない、これじゃない。はい。で、祭祀コイン。これね、祭祀コイン、これさ、なんで名前一緒にしちゃうかね。関連性ないのにね、名前を一緒にする。まあ、これ、翻訳の問題かもしれないんですけど、祭祀コインを消費することで、祝福の正規のレベルを上げることができ、レベルが高ければ高いほど、属性ボーナスが多くなりますよね。まあ、これはね、まあ、いろんなバフ、まあ、そうですね、とよ。で、祭祀コインはセントパトリックの複数ログインリワードで獲得できます。っていう風に来ていますということで、はい、実際にですね、このログインリワード、今日わざと私取ってないんですけども、このね、ログインリワードのところにありますね、この祭祀コイン。これちなみに、これね、前も配信で取り上げたのか、まあ、少なくともね、X で投稿したような気がするんですけど、このコインね、過去にバグで配られたことあるんですよ。だからね、私いくつかすでに持ってる状態だったんですけども、なんか人によってね、なんか、たくさん持ってる人もなんかいたりとかして、これね、前ね、バグで配られた気がするんですよね。はい、ということで、まあ、特にね、バグとかの影響がなければ、今日で10個でしょ。で、3日目の時に10個で20個。で、初日で5個の25個、はい、このコインがね、あるというところになりますということで、基本的には2箇所ぐらいレベルアップできるんですよというところはちょっと後で見ていこうと思います。ということで、この10個受け取りをしましょう。はい。ということで、まあ、このね、比較的、ログインリワードってみんな、やると思うので、はい。まあ、活躍度をね、忘れちゃうよって人いるかもしれないですけど、このログインリワードは多分皆さん取ってるかなと思うので、まあ、比較的、優しいところでね、配りましたね。赤ミさんこんじゃるは、ニコさんこんじゃるは、今日の配信楽しみにしました。ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、ということで、このね、体感者の泉、まあ私は、計今38なんですけども、ちゃんと6個、アンロックされている状況ですと。ココさん、寝落ちする前に先にいいねポチ。いいねポチありがとうございます。それから高評価一気に9まで増えてる。ありがとうございます。皆さん。
高評価ありがとうございます。はい。で、この体感者の泉が、まあ、いろんな種類のバフがあるんですよというところで、おすすめなのは、まずね、この、一番最初のこの祝福の世紀のレベルアップ、ここね。あれおかしいな。私、コイン、今日で17個だっけ？あ、そんな貯めたっけな？まあ、いっか。はい。なんか PC 版だとまたバグってるか？あ、まさはさん、こんにちは。コメントありがとうございます。はい。このね、一番最初の、まあ、多分ね、上から順にアンロックされていくんですよと。で、この一番上の、このヘパイストスの技術、このちょっと読みづらいですよね。このヘパイストスの技術、レベル1からレベル2にするのに、たった3つのね、コインで OK なんで、これ比較的ね、おすすめですね。はい。研究速度、建設速度。もう、後半になればなるほど、この影響、めっさまじいので、はい、建設速度がね、上がるのいいですね。てかね、ここ最近のバフ系の中では、もういきなり、もうリリース時点で、そのバフがね、バフの恩恵が得られる状態になってるのね、優しいですね。珍しいと思います。で、さらにおもろいのが、これね、今のところこの祭祀コインのゲット手法がないんですよ。ないっていうのは、このログインのリワードしかなくて、珍しく課金要素がね、今のところまだありませんと。まあ、もしかしたらね、今後出てくるのかもしれないんですけれども、今のところ、この祭祀コインは、このログインリワードでもらうだけ。だから、バグで早めにいくつかゲットしていた人でなければ、この祭祀コインをね、もらうペースって言って、みんな一緒になるんですよ。はい。この仕組みおもろくて、もうどれを選ぶか。はい。もうね、レベルアップした時のパラメーターをどれに割り振るかみたいなね、感じですよね。どれに割り振るかで、もうその人が何を増やしたいかがね、変わってくるんですよ。これね、今後も課金要素にならないで、その人によって特徴が現れるね、仕組みになるとね、おもろいなってちょっと思っています。まあ、そんなことはなんないだろうけど。ちなみに実は王のパーティーにあったりするのかな？はい。まあ、こういうのはね、なんか王のパーティーとかにね、ありがちな気はするんですけども、王のパーティーには、パッと見、最初コインなさそうですね。なさそうです。サルゴン。軍系の新しいやつね。はいはいはい。はい。なので、やっぱね、最終コインは今のところ課金で獲得することもできない、もうログインした時の、このコインをね、でしか上げることができないので、まあ、いかに、どれに割り振るかっていうのは、もう、考えてね、選択しなきゃいけなそうな可能性がありますと。はい。マサルさん、泉の位置が JAL さんと微妙に違うんですか？文明の違いですかね？はい、そうです。これね、お知らせに書いてあったんですけど、文明によって位置が微妙に異なるそうです。はい。私はね、アラビアの文明にしてるんですけど、アラビアの文明だとこの位置にあります。まあ、大体右下かなと思ってたんだけど、違うんだ。え王者の祭祀パッケージというものがありまして、課金コイン買えます。そうなんだ。コメントありがとうございます。ハールさん。あるんだ。どこにあるの？どこにあるんだ？私気づいてなかった。いつも課金で買えるときって、ここのプラスのところにパッケージの情報が載ってるじゃないですか。そこで今回見当たんなかったんで、ないんだ。へえ、珍しいって思ってたんですけど、実はパッケージがあるんですね。じゃあ、これはあれですね。競争ですね。どこだろう？最終コインパッケージ。ここじゃないよな。パッケージそこのプラスで出てきますね。プラスで出てくる？私出てこないな。なんかバージョンの問題かな。はい、映ってないです。これね、私スマホでも映ってなかったんだけど、なんでだろう？もしかしてさ、サーバーの違い？あのーお知らせにも書いてないから安心してたんですよ。だいたいこういうのって、そう、最終コインの入手方法みたいなので、パッケージでも買えますよって書かれたりするんですけど、書いてないんですよ。もしかしてさ、ハルさんとかマサハルさんの同盟、サーバーって、お知らせの文章ちょっと違ったりします？最終コインの獲得方法。
これ、ワールドによって違うなんてそんなことないよね、まさか。いやね、昔なんかそういうのがあったからな。これ超お得なイベントとかはなさそう。と、なさそう。パッケージ。なさそう。セール。アイテム。スペシャル。ない。えこれサーバーによって違うなんてことある？ちょっと。アメロコクさん、コンジャル、コンジャル、コメントありがとうございます。サーバーによって違うんかな？こっちチャージリワード。違うな。これチャージリワードだから違うよね。そう、なんかね、私、いろいろ、なんか探ってみたんですけど、なんかないんだ、へーとか思ってたんですよね。え、ちな、お知らせの文章に王者の最新パッケージを購入してと書いてありますね。ディスコードにスクショ送りました。アーマサルさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。これでね、確認が取れました。はい、これはね、えぐい話が配信してよかった。はい、ですね、これね、出すか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。まさはるさん、画像ありがとうございます。ちょっとね、画像貼らせていただこう。はい、これね、こんなんさ、自分のサーバーだけじゃ気づけないんだよね。もうほんとさ、こういうやり方やめてほしいんだけど、なんかさ、せめて、サーバーによって違う場合がありますみたいな。いや、まあもうなんかそういうめんどくさい正し書くともう何でもありになるから、ちょっと今のなし。ほんとやめてほしい。はい、ですね、今、正治さんからスクショいただいたのとちょっと見比べてみたいんですけれども、この体感者の泉機能リリースのお知らせっていうやつですね。こっちじゃないか。ちょっと待ってね。ちょっと、こっちの画面にした方が、バカバカ。ダメでした。はい。横長なんで無理でした。はい。サーバーによって違うということが分かりました。私のサーバーが後ろになります。祭祀コインはセントパトリックの祝日、ログインリワードで獲得できますっていう文言があるんですけれども、画像がね、正治さんからいただいた、ものになっていまして、お知らせの文章が違います。はい。これ、わかりますかね？祭祀コインの入手方法、王者の祭祀パッケージを購入して大量の祭祀コインを獲得できますっていうね。はい、ところがね、入ってますね。はい。セントパトリックの祝日の上に、違う文言が入ってます。はい。サーバーによって違うようです。なぜかうちのサーバーはお金では解決できないそうですね。はい。でも、お金で解決するサーバーもあるようです。はい。これ何が、あれって、あのさ、これ、今、シャロンの期間だよね。シャロンの期間だよね。メジャーとかで、トップラインを競ってる人たち、ブチギレじゃないのかな。ここでバフめっちゃ変わらない？シャロンがね、終わったら、4月からオールスターシーズンが始まるんですけど、オールスターシーズン、トップラインで、頑張ってる人たちね、こういうバフをね、もういち早くマックスにしようって頑張ってるぜ。ここで違い出るのえぐくない？何これ？ひどいな。はい。私のサーバーではパッケージが存在しませんが、パッケージが存在して祭祀コインをチャージできるところが、あるようです。サータモンさん、課金経験の有無とか、課金経験の有無でお知らせ変わるのかな？そういうことかな？そういうことかな？
課金者には配るようなのかな。まあ、それなら、ギリ許す。ギリ許すっていうか、それね、正直ないかなって思っていて、というのも、それなら、一度でも課金したことがあれば、パッケージを変えるようになりますっていう文言があれば、課金する人を増やせるかもしれないから、その機会損失するかな。これ何なんだろう。あの、過去に一度でも課金したことがあるけれども、最新コインのパッケージが買えませんっていう方ね、いたら教えていただけたらと思います。ちょっと違いがわかりそうなので。はい、ということで、はい、ちょっとね、予想外でした。予想外でした。島流さん、私のメールにも書かれてないです。島流さんは課金してらっしゃいますよね。はい、島流さんはね、この前、フ族で、ご一緒した時に、強って強ってなってたんで、私より新しいサーバーだけど、私より明らかに強かったんで、そう課金されてますよね。でも、文言ないっていうことは、やっぱサーバーによって違うんじゃないかな。サーバーによって違うことはね、これまでもいろいろあったので。パッケージのスクショもありがとうございます。朝原さん、本当ありがとうございます、いつも。ほんまや。おもろ。これもちょっと画像ダウンロードさせてもらって。はい。まあ、課金が可能なサーバーの場合は、このね、パッケージがこういうのが、出るようですよっていうのがね、こちら参考になります。はい。王者の祭祀パッケージということで、はい、はい、よくあるピンクジェム1万ですね。はい。面倒いんで1万って言います。はい。うわ、出たよ。エピック歴史の名称引換書がついている。で、最終コインが80個手に入る。でも80個でも強いですね。だって20個で1レベルアップ。まあもしかしたらね、どんどんコストが上がるかもしれないですけども、序盤のスタートダッシュ結構上がりますし、戦績の宝石は栄光の金枝っていうね、レアアイテムも入っている。いいじゃん。はい。ということで、ちょっとね、どういった条件でこの違いがあるかわからないんですけれども、ちょっとこれ、影響が大きい話ですね。夏金さん、お知らせが届いてません。お知らせ消えちゃったのかな。ニコさん、ピンクジャム9999で購入できるパッケージ、最新コイン80個他入ってますね。やっぱそうですね。ニコさんのところも買えるサーバー。サダタモンさん、というか、ピンクジェムの相場が159円相当なら皆さん同じですか？そうなのかな。これさすがにサーバーによって違うなんてないよね。どうなんだろう。まあちょっと、よくわからないので、有識者でコメントしていただけたらと思うんですが。はい。まあちょっと、なんかノーハラペーニョって言われてるなんだ。総理、IMBG ってことか。ビジの単語間違ってるかもしれない。はい。島永さん、私は前に比べて円高に若干なってるのに安くないので課金は控えています。まあ、なんていうか反映遅かったですよね。なんていうか、儲かる方向にはすぐにやって、損する方向にはゆっくりだったような、クレームが増えてから対応してたような気がします、過去も。はい、とりあえず、お知らせがね、来てない、もしくはなくしてしまったという方も、このプラスボタンを押すと、ここでね、ゲット方法でパッケージの情報が表示されたら、パッケージが購入ができます。はい。なかったら、パッケージで買えないサーバーの可能性が高いです。
1ドル159円って結構前ですよ。いや、本当ですよ。運営がしらばっくれてましたけど。いや、もう、得する、得する方向にしか動かないんでしょうね。運営は。はい。まあ、ということで、ちょっとまあ、とりあえず、おそらくサーバー単位なんですよ。うちのサーバーでも別にこの最終コインが買えるっていう情報がね、なくて、ログインリワードからもらえるみたいっていう話しか出てなかったので、少なくとも1186サーバーはサーバー全体で購入ができなそうですと。なので、みんな横並びで上げることになるんですけども、そうで、おすすめなのが、この1個目のやつですね。このヘパイストスの技術。これがね、最初、たったコイン3つでレベルアップすることができて、HP、建設速度、研究速度、どれもね、非常に重要なバフですので、これが、まずおすすめですというところですね。で、その他のやつも見ていこうかなと思ってます。エルコックさん、早対応しろと。お知らせはいいけどお知らせはないけどパッケージはある。あ、そうなんだ。多分お知らせはまあもしかしたらね、消えてしまったのかもしれないんで。メルコックさん、アップデートは終わってるの？私はそう、アップデートしてるんですよね。それでこれも出てるんで。いや、もう単純にお知らせの文章が違うんで。これはもうお知らせのね、この最新コインは獲得できますと、この間に、パッケージの記述があるはずなのに、それがないので。はい。あ、でもどうなんだろう。バージョン4940が最新ですよね。PC ってどうなんだろう。4.940ですね。すでに最新バージョンに更新しましたってなってる。はい、まあ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 、ほんとね、それがお前らのやり方かですよ。とりあえず、ケルベルソン出そうかな。はい。で、上に聞いてみてください。はい。で、どんなバフがね、あるかを見ていこうかなということで、まあ、1個目のやつはまあいいでしょうと。はい。建設速度、研究速度、まあ、まあね、重要じゃないバフなんてないんで、何を選ぶかがね、難しいんですけれども、はい。で、次のね、デメテルの世紀。はい。こっちの、え正規は、レードに参加時部隊の HP ということで、これは絶対値バフですね。珍しいです。パーセントじゃなくて絶対値バフが上がる、やつになっていて、はい、これね、私がね、大好きなすべての資源の生産力、これ上がるんですよ、5%。これね、はい、ちゃんと上がるようなを確認したくてレベル2にね、上げました。はい。でね、これね、2ってなってるのはね、ちょっと、また後で話があるので、ちょっと話しようと思います。はい。なんかね、2無駄についてるんですよ。はい。まあ、これはまた後で。はい。兵士の加重はね、いらないんですけれども、すべての資源の生産力はね、私大好きなので、これなるべく上げたいなって思ってます。次、3つ目。アポロンの精密。はい。なんか、正規だったり精密だったり、ちょっとなんかよくよく、あの翻訳がよくわからないんですけど、はい。全兵士の防御力が上がるということで、これも悪くないですねと。あと、訓練上限。これね、訓練上限がちょっと信じられなくて、これさ、なんで絶対値にしたんだろう。これさ、基礎数値が上がるのかな？この数値が上がるとバフのパーセントの掛け算も上がるかな？きっとそうじゃないよね。絶対値バフと同じような感じでプラスですよね。あの、一度に何万って訓練する中で50を100にする意味あるのかなっていう、これね、すごく謎な。属州都市の訓練速度とかもさ、属州都市の兵士、まあ、ゼロにさえならなければ別にね、訓練速度を上げる必要も、なんか、人によってはさ、PVP しない人なんてさ、兵士減らないしさ、これね、アポロンの精密が一番、なんていうか優先度低いかなって個人的には思ってます。マサールさん、羽取りのためにゼウス上げて SBS 望みました。いや、そうですよね。いや、そうなってきますよね。買える人はさ、これ買いますよね。だって、あの、
訓練上限とかここはあれだけども、全兵士の防御力が、なんもなくこのパーセントが上がるっていうのは普通に偉いですからね。レベルいくつ確かね、レベル20でマックスなんですよ。はい。20でマックスなので、一応ね、全パラメータ10%上がる可能性があると。もしかしたら割合が増えるかもしれないですけど。田中さん、コンチャルはレベル5から要求が30に上げました。あ、そうなんだ。そんなかかるんだ。大変すぎる。いや、大変すぎるっていうのと、あれ、正治さん、めっちゃめっちゃ課金した。びっくりした、びっくりした。いや、買ってないけど、最初の40買ったね、その分だけよかった、よかった。よかったっていうか、正治さんガチ課金税なのかと思った。違った。次、ゼウスの威厳ですね。はい。ゼウスの威厳ね、これもいいですね。全兵士の攻撃力が上がるっていうのと、行軍速度マジ重要だから、行軍速度がね、上がる。あと、すべての資源の最終速度。これもね、別に、悪くないですよね。最終効率が上がるのは非常に重要ですと。無課金なんだ。マサールさんも無課金仲間でしたか。なるほど、なるほど。ノツキングさん、これ、0同時で数値バフだと恩恵がないから基礎値が上がるってことはないですかね。いや、そうなんですよ。そこちょっと気になっていて、レイドに参加時部隊の HP で、このプラス54とかプラス80ってあるんですけども、これ絶対値が上がるのって、あまりにその効果、影響度が少なすぎて、もしかしてそう、基礎値が上がる可能性があるかなって思っていて、これがね、仮に基礎値が上がる、その、掛け算の左辺の部分がね、上がるなら、強いんですよ。ゲロ強いんですよ、これ。ここね、気になるんだよな。ニコさん、最終コイン65個ある。それね、前ね、バグでもらえた時があったんですよ。スロットか、なんだっけな、そう、なんかの、長期イベントの時のやつにもらえたんですよね。はい、そこでしっかりやってるとね、実はもらえたんですよね。確かね、スロットの、今来なくなったスロットイベントの時に配られたと思うんですけど。はい、そう、そこでね、たくさん持ってる人もね、いるんですよね。うちにもね、もうなんか30個以上あるよみたいな人がね、いたりしたんで。はい、そうなんですよ。これね、これ絶対値が上がるのって、なんていうか、今、インフレしている状況において、この効果ってあまりにその影響度が少なすぎて、逆に基礎値上がるんじゃないかと。はい。これ掛け算に影響してくる部分なのかなっていうのは、そこが気になっていて、はい。レベルをね、上げてる方はぜひね、見ていただきたいポイントですね。はい。続いてね、1、2、3、4、5個目。ヒュギエイヤの連便。これ連便だよな。これ噂のエンブレムの連便と一緒ですよね。はい。これもね、レイドに参加する際に射撃兵の攻撃力50から100ということで、そう、絶対値バフが上がったところで、射撃のバフなんてね、もうなんか、強い人だったらもう4000とか5000とか言ってるわけじゃないですかと。そういう人たちが、この絶対値100とか、なんか200とか上げたところで、影響少なすぎる気がするので、はい。でもね、これね、基礎値が上がるんだったら、それはそれで、バフの掛け算全部かかってくるので、強すぎる気もしていて、やっぱ絶対値なのかなとも思いつつ、はい、まあ、ちょっとね、不思議な上がり方。で、回復速度がプラスされます。あと、射撃兵の HP が上がります。ということで、これ回復速度が上がるのがね、いいですね。これね。はい。射撃兵の HP や攻撃力も上がって、回復速度も上がるっていうね、これも SVS に非常に向いているバフになってます。はい。で、最後。6つ目ですね、ポセイドンの支配ということで、最後のやつは、レイドに参加する際に工場兵器の HP がまた絶対値でね、増えるってやつと、モンスターへの行軍速度、モンスターを討伐する際の部隊の攻撃力が上がるということで、はい、今度こちらはね、モンスター特化かと思いきや、レイドの工場兵器の HP も上がるっていうね、ちょっと不思議な、ものになってますと。まあ、工場兵器は絶対値バフちょっと意味あるんじゃないかなと思っていて、はい、工場兵器、でもどうだろうな。攻撃なら意味があるけどな。そう、工場兵器の攻撃力デバフってめちゃくちゃあるので、
結構半減しがちなんですけれども、そういった意味ではデバフ効かない絶対値バフって悪くはないかなと思いつつ、工場兵器の HP のデバフってあんまね、存在しないので、少ないので、あんまりだなっていう。はい。これね、まあ、総じて、なんでこういうバフが選ばれたんだろうっていうのがね、最初のね、感覚です。なんていうか、この真珠の刻印あるじゃないですか。真珠の刻印とかって、まあなんかいろんなのがね、上がったりするけれども、それって横にいっぱい並ぶから、まあ最終的にバランス取れるというか、あるのかなと思ったんですけども、今回の体感者の泉って、増えるのかなみたいなのがね、ちょっと気になっていて、そう、この名前がね、体感者の泉って名前で、ここの施設の名前とここ一致してるんですよね。これが、体感者の泉でゼウスみたいなね、名前だったら、実は違う銅像増えてくんじゃないかみたいなね、そういうワンチャンが思ったりするんですけども、なんかね、新しい像というかこのアイテム、増えないんじゃないかなと思っていて、ちょっとね、気になりますよね。はい、なんで絶対値バフなんだろう。不思議。はい。まあ、後々ね、なんか、この行政庁とかもなんか、魂の共鳴とか増えたりとかしているので、まあ、もしかしたらね、この体感者の泉も、今はこれしかないけれども、ゆくゆく何かね、違うのが増えるのかもしれないんですけど、まあ、それにしては名前がね、ちょっと、なんか、増えなそうな雰囲気していて、不思議ですが、はい。まあ、いろんなね、バフを見てきたんですけれども、まあ、何がいいかっていうところですよね。島永さん、防衛時のフラットバフなら需要あるのにって思いますね。そうなんですよ。レイド参加時なんですよね。そう、そこもね、ちょっとね、そう、防衛のフラットバフ私も欲しいんですよね。赤月さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。で、ちなみに、私ね、このヘパイトスがレベル2になっていて、デメテルの正規がレベル2になって、なんか経験値2個食わせていて、あと、ポセイドンの支配がね、レベル2になって、さらに経験値3食わせていってってね、これね、何が起こってるかっていうと、これ、ご存知の方いますかね。なんかね、最初バグがあって、コインないのに、レベルアップできたんですよ。で、マックスにすることができたんです。はい。そこでね、連打をしまくって、最終的にね、全部レベル20になるんだけれども、再起動すると最初に戻るみたいなね、バグが、リリース直後にはありまして、それにより、残骸で、ちょっと増えた状態になってしまったというね、はい、そういう、なんていう、残骸が、この状況になってます。ね、悲しい。はい。まあ、そりゃそうだろうっていう感じなんですけども。はい。ということで、私はね、この中途半端に今なってしまっているので、今17コインあるようなので、ポセイドンの試合をね、あげようかなとは思います。はい。このね、モンスターへの行軍速度、より最近重要になっていますし、はい。敵のね、ビッグを倒すときに、まず工場兵器のラリーから入るっていうのもやるので、この絶対値が基礎値に入ることを信じて、はい、ポセイドンの試合をね、やっていこうかなっていうふうに思っています。島流さん、うちの同盟の人が全マックスにしていたのはこれですか？はい、そうです、そうです、そうです。全マックスにしても、再起動したらリセットされるんで、多分その人もまたね、レベル戻ってると思います。はい、そうなんです。最初にね、バグがあったんですよ。全部レベル20にできるっていうね。はい。そう、だからそれをね、試してみた方っていうのもね、いるんじゃないかなと思います。私みたいにね、残念な残骸が残っちゃった方もいるんじゃないかなと思います。ということで。はい、で、私がね、多分今後重視するのは、このヘパイストスの技術、デメテルの聖域、ポセイドンの支配、多分この辺をね、上げていきたいかなっていうふうに思っています。本当はね、この回復速度も欲しいんですけれども、私そんなに、SVS とか、
戦場にね、参加するわけでもないので、行軍速度とかも欲しいんですけれどもね、そう、どれに、どれを上げていくかっていうのは、多分順番優先度を決めた方が良くて、かつ、レベル5になったらね、30ずつになるみたいな情報もさっきいただきましたけれども、はい、20とかでね、上げられるであれば、これ早めに上げた方が、効果がね、すぐ持続しますと。で、毎日、毎日やることは何ですかって言ったら、モンハンと資源の生産と、えー、採集と研究なんですよね。建設も別に毎週やらないで、2週間に1回しかやらないので、はい、資源の還元の時しかやらないので、で訓練も私そんなしないですし、はい。ってなると、そう、クオリティオブライフ、QOL がね、上がるのは、まあ、生産か、モンスター行軍速度かな、みたいなのでね。はい。で、工場兵器にも課題があるので、まあ、ここビビたるものですけれども、はい、ポセイドンの支配をね、上げようかなと思ってます。ということで、これ今日、ちょうどね、今日レベルアップするので、この上向きの矢印がついてますね。わかりやすいですね。はい、建設できる建物とかと一緒。あ、今ないわ。はい、建設できる建物とかと一緒で、このね、上向きの矢印がついていて上げられるので、このポセイドンの支配を上げていこうと思いますということで、はい、今ね、レベル2からレベル3に上げようと思います。残り経験値17。上がり幅が、62%、0.6%となってます。はい、これ当倍で上がるのかな？レベルアップしてみよう。はい、レベル3のポセイドン、はい、連打でね、上げることもできました。レベル3、ポセイドンの支配、レベル3になりました。レベル3からレベル4に上げるときはまだ20で済みますねと。で、上がり幅も62%、0.6% ということで、当倍ですね。はい。これ、レベル5にしてレベル6に上げるときに30必要という話があったんですけど、その時のね、上がり幅が、上がるのかどうかちょっと気になるところですね。一応研究とか、まあ、しばらくね、当倍でなんか、割高になっていくイメージがあるんですけど、最後の方はね、上がり方、グイーンって上がるようになったりとかするので、そこちょっと気になるところですが、はい。まあまあ、モンスターへの行軍速度を2%上げることができたし、火力が上がりましたと。はい、これ、今日同盟ボスすでに殴っちゃったけど、その前にやっときゃよかったな。はい、これね、ピカピカ光ってるんですよ、ピカピカ。ピカピカ光ってるのに関係ないですからね。全く。レベルアップアイテムが足りません。ピカピカ。はい。特にありません。ということで。はい。ということで、この祝福の世紀というね、まあ、新しいこの体感者の泉という、新しい建物が、リリースされましたということで、まあ、サーバーにはよるみたいですけれども、まあ、貯めとく意味もないので、効果があるものですね。自分が重視するものはどれだろうっていうのをよく選択して選んでいただくといいのかなと思います。はい。私みたいに放置時間がね、長めな方は、その生産力なんかがおすすめなんですけど、これね、生産力はいいんですけども、兵士の荷重とかいう、なんか、大荷物がついてくるので、はい。あとね、バリバリ建設控えてるよっていう方は、このヘパイストスの技術もね、いいと思います。1.5% 上がるの重要なんで。はい、一応、この今回の、シーズンですね、このセントパトリックの祝日、あと、7日間、今日入れて7日間ありますけれども、この期間中にコインが10、20、30、40、嘘。ここまでだった。10、20、30。あとね、30コインゲットできます。はい。なので、私は、次ね、20個手に入れたタイミングで、このヘパイストスの技術を上げようかなと思ってはいます。はい。私ね、4月に K39 の着工予定なので、それまでにこの建設速度の、パーセントバフをね、高めておいた方がお得なので。はい。そんなところですかね。はい。まあね、ちょっといつ課金できるようになるのかはわからないんですけれども、うちのサーバーはしばらく放置されるのかな？どうだろうな。はい、まあ放置されるのであればね、それはそれで、みんな横並びでね、上がる珍しいやつなので、ちょっと楽しみだなと
思いつつ、次回のね、長期イベント、また来週の金曜、今週の金曜はまだ関係なくて、来週の金曜からね、また新しい長期イベント来ますけれども、そのタイミングでもまたきっと配られるだろうな、を期待してます。期待してるけどさ、なんかわざわざ、なんかさ、ここに、セントパトリックの日、ログインリワードに獲得できます。まあ、ここは、まあ、邪推か。邪推か。新しいイベントになった時は、こう名前名称が書き換わるでしょう。はい。ということで、最初の話題ですね。この体感者の泉機能リリースのお知らせ、ここのところを見ていきましたと。はい。続いてね、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、先に順番に行くか。はい、新バージョン機能更新についてというところで、こちらもね、はい、今回の 4.94.0 の、変更点についてお知らせありました。はい、本来であれば、体感者のうんちゃらはこのタイミングで来るはずだったんですけどね。はい。なぜかね、スルーされてて、本当に不思議でした。あれ、そもそもこの長期イベントのお知らせのやつって、にも書いてなかったよな。そう、サマータイムの話ね。セントパトリック祝日のイベント。はい。そう、ここにもね、特に書いてないんですよ。特に書いてなくて。はい。まあいいや。はい。新バージョン機能更新のお知らせということで、アイテム表示の最適化ですね。歴史の名称引換書、歴史の名称引換書のかけら、装備の巻物などのアイテムに新しい詳細機能が追加され、アイテム、アイコン、詳細をクリックすると、将軍や装備の詳細情報が確認できます。この最適化は現在、イベントパッケージ、宝箱の画面のほとんどに適用されており、徐々に関連するすべての画面に適用される予定です。ということで、まあ、これ、まあ、あれですね、このパッケージとかの画面、例えばこれか、もう見れるようになってんのかな。例えば名誉ショップの、文明の衝突とかの、この担当漢字選箱、あ、見えるようになってるな。はい。これね、昔この担当漢字選箱をクリックしても、何が入ってるか見れなかった気がするんですよね。これが見えるようになったとか、そういうことですかね。はい。オールスターショップ。はい。見れますね。前はね、これ、もう何がもらえるかわかんねえよみたいなのがあったんですけれども、ちゃんと詳細が見えるようになったよっていうことなのかなと思っています。はい。違ったらごめんなさい。まあ、そのパッケージとかのやつとかでもね、あとあれか、この辺のアイコン、今アイコンのやつあんのかな。これか、ナイトシェイド。はい。これもね、何もらえるかよくわかんなかったんですけど、あ、見れないや。はい。そう、こんな感じで、こういう宝箱とかあるんですけど、これ何入ってるかわかんないと。まあ一応、ジョーカーとかサーカスクイーンって書いてあるから、そこからね、違う場所から見えるようになるんですけども、ここクリックしたら見えるようにしろよっていうのに対応してくれたのかなって思ってます。はい。まあ、まあ、特段ね、なんというか、利益云々じゃなくて、まあ、ユーザー体験の向上、まあ、やりやすくなるよっていうところだと思うので、まあ、これはいい変化ですね。社効果の表示の最適化。社の画面の表示効果を最適化し、社のバフの発動状況をリアルタイムで確認できるようにしました。社のバフ表示を最適化し、より分かりやすく美しくしましたということで、これね、まだ SVS が来てないんでね、よくわかんないですね。はい、SVS 中とかね、社を占領すると、この社のバフがね、入るんですけど、ちょっと変わってるわ。へえ、社のバフの、火事の社のビクトリー、ディフィート、恵み職人魂、呪い消耗、サーバー戦争終了後にジーンの効果を発表します。はい。ジーンで宝物を収集できます。化学工場の素材生産速度。はい。いつもね、お知らせメールで来てたと思います。残念ながら、あなたたちの火事の社は取られてしまいました。みたいなのとか、火事の社の効果で宝物が出ます。みたいなね、出てくると思うんですけども、これがね、より美しくなりましたっていうのは、絵をきれいにしましたっていうことのようですね。違うのかな。一緒やん。この収穫の社をきれいで好きです。こんにちは。狩猟の社。社のバフ。亀の行軍。来たこれ。恵みギャロップ。
行軍速度プラス30、モンスターへの行軍速度が、だけど負けたらね、亀の行軍。亀の行軍って別、主要の社に関係なくつかないっけ？違うのかな？はい、呪い後輩。有り余る富。はい。後ろの絵は変わらないですね。けど、まあ、ここのね、アイコンみたいなやつはちょっと違うんですね。はい。サーバー戦争終了後にジンの効果を発表しますということで、これサーバー戦争中の表記もどうなのかも気になるので、ちょっとね、楽しみですかね。まあでもあんまり、影響が大きいものではなくて、はい、見た目が変わりましたというようなイメージで思ってます。月見さん、コンジャロです。ヤシロのバージョン変更をメールでお知らせ来てました。あ、そう、来てました、来てました。そう、今、そのお知らせを今、新版上機能更新についても今ちょっと見てるところでした、ちょうど。ドラゴン餌祭のちょっと、これね、はい。レベル6からレベル10のすべてのドラゴンに餌を与える際に1回あたりの消費アイテム数と獲得エキスポを増加しました。これ、消費アイテム数と獲得エキスポを増加しましたっていうのは、あれですよね。その、お得になったわけじゃなくて、早い段階でいっぱい、エキスポ獲得できるようにしてあげたよということで、アイテムがカツカツな人にとっては別にそんなに影響がない。ただね、早くレベル上げたい人にとっては、そのジェムでのね、更新をする回数が減ることになる、まあ、素晴らしいアップデートな気がしますかね。あともう一つ、製造達人認定証が全てのドラゴンのレシピに追加され、餌を与える際に消費可能になりましたということで、はい、これね、大きいですね。人によっては、もう全部製造達人認定証でのアップグレードも終わってて、もう無限に余るよと。バイキングね、やらないことはないから、バイキングとかで溜まっていくけど、製造達人認定証の使い道がないよっていう人もいると思いますと。私はね、まだまだなんですけれども、はい、もちろんそういう方たちもいるかなと。で、そういう人たち向けに、ドラゴンにね、食べさせてもいいよっていう風になったみたいですね。はい、これね、良さそうに見えて、個人的には良くなくて、私は製造達人認定証はまだまだアップグレードで使う必要があるぜなので、こいつがね、レシピとして出てくると、一枠使えないやつが埋まるんですよね。シルバードラゴンコインが増えた時と同じがっかり感がありました。はい。まあ、いずれね、1年後ぐらいとかにはありがたいって思うのかもしれないんですけれども、はい。私は今は、これはね、ちょっとね、ネガティブなアップグレードでしたね。はい。でも人によってはね、これもう余ってたりとかして、使い道として、まあ、非常に優れてるかなとは思います。はい。ドラゴンの餌ね、もういくつあっても足らんから。はい、次、ガウガメの戦いのリワードのアップグレード。プレイヤーの警官についての要望に答え、警官についての要望って何やねん。ガウガメラの戦いの1回あたりのリワードをアップグレードしました。戦場に参加すると確率で記念コインを獲得でき、文明の旅イベントでお好みの警官と交換できますということで、この警官についてご要望はそういうことですね。はい、この文章の感覚がね、唐突な気がしてるけど、この理想の国のこの警官のアイテムがもう欲しいと、全然ゲットできないという、クレームがきっとあったんでしょうと。はい、そういった要望に応えるために、ガウガメラから、確率で記念コインを獲得できるよということで、これね、戦場参加する勢にとっては嬉しいあれですかね。ということで、ガウガメラの高いのリワードを見に行きましょうと。はい。これね、記念コイン3。これ確率でってなったけど、確率じゃなくない？ちょっと待って、待って。確率なの？確率なんですか？ガウガ、ガウガメラの戦いの1回あたりのリワードをアップグレードしました。戦場に参加すると、確率で記念コインを獲得でき、文明の旅イベントでお好みの警官と交換できます。確率なの？ど、はい、ガウガメラの戦いね、うちさ、朝の6時なのよ。だからさ、木曜日に朝6時に起きるのきつくて、いやもうね、これも本格的に早起きにシフトしようかなって思ってます。記念コイン欲しいもん。そう、別にね、戦場出るのはいいんだけど、早起きするのが苦手なっ
てか、完全に夜型なので、ね、きついんですけども、これ記念コインが、ね、個人スコア1800で、もしこれが確率じゃなくて毎回もらえるんだったら絶対出るんですよ、これ。マサールさん、うち朝8時からになりました。朝8時は8時でもう、仕事仕事に差し掛かりますよね。もう9時からね、後半。なんか早々に燃やされて放置してもいいんだったら、全然嬉しいんだけれども。ええー、塩永さん、私の同盟では2時4時なので完全に無理ですね。いや、平日の2時4時は完全に無理ですね。いや、そう、これもうタイムゾーンによりますよね。そう、いやもう、コンスタはね、私頑張って、6時は嘘だな。7時ぐらいに起きて途中参加してるんですけども。はい。ガウガメラか。平日なんだよな。でも記念コイン欲しいな。夏キングさん、時間私が決めます。出た出た、杖。それあれでしょう。あれでしょう。ビッグだから優先されてるんでしょう。羨ましい。まあ、ビッグがね、参加しないと勝てるものも勝てなくなるからっていうので優先してもらえるっていう。夏キングさん強いから。いいな。もうね、もう10時一択、10時か0時一択だよな。ココさん、海外ドームにいるとスロット8時10時は辛いですよね。いや、そう、スロット7はね、8時10時に比べたら多分マシだとは思うんですよね。私が早起きすればいいだけなんで。さあ、タモンさん、うちはタイムゾーン3で合わせてくれてます。あ、タイムゾーン3だと10時、あれ10時だよな。こういう時は、コンスタの方を見るとわかる。タイムゾーンさんね、10時0時ね。いや、いいですね。そう、タイムゾーンさんがね、いいですよね。うちタイムゾーン7なんだよな。でも7はまだ恵まれてる方だと思うのでね、これちょっと頑張んないとな。夏金さん、なぜなら私が立ち上げた日本人とか、ビッグだからじゃなくてか、名手なのか、それは当然優先権がありますね。ああ、羨ましい。羨ましい。いや、名手様お疲れ様でございます。名手大変やから、このゲーム。はい、もうそう、あることあるように、報酬配っていいと思うんだよな、エボニーは。誰のおかげで維持できてると思うねんっていうね。まあいいや、ちょっとやめよう。はい、記念コインね。勝利の1800以上で3つ、1200以上で1ということで、最低でも1200以上書かないと記念コインチャンスもなさそうですねと。でもこれ正直この表記を見る限りは確率じゃなくてポイントによりが適切な気がしますね。夏キングさん、名詞の対話は面倒なのでお願いしてます。R4 で指示した。最高系だ。配線。あ、配線がえぐいね。配線すると、1800以上持ってないと、記念コイン1しかもらえないんだ。はい。1799以下だとダメだということで、この1800を稼ぐとなると、その、有利な時はね、建物に入れていくことで稼ぐこと可能かなと思いきや、ガウガメラってすごく稼ぎづらくて、PVP 必須なんですよね。モンスターを、1体倒したところで8ポイントとかしか入んないんですよ。そう、ガウガメラってモンスターが出てきてモンハンかと思いきや、モンハンじゃ全然ポイント稼げないから、建物が少ない分、コンサよりも PVP 合戦なんですよね、ガウガメラ。で、その中で1800以上稼がなきゃいけないってなると、結構、その PVP でそれなりのね、勝てないといけないので、ちょっとえぐめですね。はい。やっぱり、ここのね、運営はね、ただでは得はさせない、そんな感じが出ています。で、多分ね、さすがに確率じゃない気がします。正確には、ポイントに応じて、じゃないかな。ということで、私はね、明日のガウガメラは出ないので、明日、参加される方、はい、ガウガメラの明日水曜日のガウガメラね、少なくとも今週は多分起きれないから参加しませんと。来週ね、木曜日祝日なんで、来週は出ます。はい、ということで、これがね、確率なのかどうか。1位、勝利して、個人スコアも1800以上だったのにもらえなかったよっていう人いたらもうぜひ教えてください。本当に確率なんだっていうところがね、知りたいなと思ってます。
島崎さん、うちの同盟の BOG は時間がローテーションで変わるので受け取れるのは次回です。あ、なるほど、なるほど。あ、それいいですよね。私も前のサーバーそうでした。各週ごとに、スロットがね、3とか7とかで、交互にみたいなやつ、平等にってなってましたね。そう、そういう運営だといいですよね。タモンさん、でも PVP に来てくれません。タイムゾーン3で合わせてくれてるのに。はい。ということで、まあ、運営にはね、戦場でアイテムを消費してほしいんですかね、運営は。はい。ということで、ガウガウのね、リワードが上がりましたということで、これが確率かどうかが非常に重要なポイントなので、はい。ぜひね、参加された方は、X でつぶやいたりとかすると、つぶやいたりとかしていただけるとありがたいです。参考にさせていただきますということで、はい、ガウガメラの戦いのリワードのアップグレードでしたね。はい、やっぱ PVP もしろよというようなメッセージな気がします。はい。で、資源拠点最終リワードのアップグレードということで、レベル13以上の資源拠点で資源を採集する際に、重結の結晶の排出率を増加しました。資源拠点で資源を採集する際に、小さなエンブレム、宝箱、アレスの結晶、重結の結晶の1日あたりの入手上限が増加しましたということで、はい。これは、遺跡から獲得できるアレースの地の結晶が2から6にアップグレードしたのと同じような感じで、これまでもね、タイルからアレースだったりとか、エンブレムだったりとか、獲得できてたんですけども、それのね、排出率、重結の結晶は排出率が増加して、それぞれの上限がね、増えましたということなので、これ6残ってっかな。はい。私はね、タイルめっちゃ出すぜなので、重結の排出率が実は低いなんて知らなかったです。はい。全く気にしたこともなかった。この辺かな？ 18 時3分。そうですね。この辺ですね。はい。重結の結晶5、違法ボックス1、アレースの地1。で、もう1個。重結の結晶5、重結の結晶10、アレースの地2、違法ボックス2。今、合計計算してます。秘宝ボックス3。あれ増えてるか？あ、いや、これ15時59分だから違うよな。増えたか？増えたか？前と変わんなくない？アレスの地って2個もらえなかったっけ？もともと。重結の結晶が10もらえるようになった。秘宝ボックスが3、アレースの地が2かな。アレースの地1だったかな？もしかして。はい。まあ、まあ、タイルからね、リワードがゲットできたのは前から一緒かなと思うんですけども、それがね、よりゲットしやすくなったり、量が増えたよということなんですけども、まあ、なんていうか、めちゃくちゃ体感できるような増え方では、まあ、これね、毎日もらえる系のやつなので、まあ、一気に増やしたらね、ばらまきになっちゃうから、まあ、1がね、2になったのは、まあ、ちょうどいい変更なのかなっていう感じはしますかね。あ、ヒカさん、コンジャルは英語版にすると確率でなんて一言も書いてありません。参加するともらえますだけでしたよ。あ、ありがとうございます。よかった、よかった、よかった。マジで、確率での一言があるかどうかで、信じられないほど変わってくるのでいや、ありがとうございます。まあ、そう、さすがにね、ないとは思ってたんでいや、よかったです。まあ、絶対にもらえるって書けない事情はあると思うんですよね。ポイントによって変わるので。はい。まあ、それに対する適切な、あれがなくて、適当に確率でってやったのかもしれないんですけども、ありがとうございます。はい。英語版がね、正だと思うので、確率でという、趣旨の単語がないようであれば、やはりポイントに応じてですね、負けた場合は1800以上獲得していること、勝った場合は1200以上獲得していること、それによって記念コインが、ゲットできるというのが多分新しい仕様のようですね。はい、ガウガメラ、ぜひ参加したくなってきた。ココさん、エボニー運営の日本語本、ヒカさん、もうちょっと頑張ってみて。ヒカさん、有名レシーブが確率で500さん。そう、多分そうでしょうね。そう、あなたはゲットするかもしれませんが、運によって、
で、確率でっていう風に誤訳されたのかもしれないですね。で、有名レシーブなら納得がいって、そのポイントによってはもらえないこともあるよ。ポイントによってはもらえるよ。だから、そう、有名レシーブは合ってるんですけれども。なるほどね。あ、工作さん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい、まあ、そのところで、とりあえず、ガーガーラの謎はね、解けた気がする。ありがとうございます。はい。で、タイルの件は、まあ、今までね、重決の決勝多分5個だったのが、10個に変わり、よいしょ。ほい、ほい、ほい。これね、一番下のタイルのリワードのアップグレード。はい。アレースの地19、あ、違う、エンブレム宝箱な。エンブレム宝箱は私なんか今見かけてない？エンブレム宝箱。保存しときゃよかったな。今日ね、バイキング倒しちゃったから。エンブレム落ちてないでござるな。てかエンブレム落ちてないや。てかエンブレムって落ちるんだっけ？そもそも。あんまり、あんまり落ちるイメージなかったけど。これ、お知らせ合ってるか？ああ、こういう時に限って16か。よいしょよいしょ。重決の決勝、レースの地。あれエンブレム落ちたっけ？まあ、いっか。重決の決勝、14でしょ？ 14 はきっと一緒だから、で、13以上って言ったから、13、15を探そう。やっぱり検索しよう。あ、15。いや、人のところは見てもしょうがね。15。15ない。なんでタイルこんなないんだろう。重決の決勝はレース。15か。15がない。みんなタイルに入りまくってんな。うん、記載ないな。レースの地、重決の決勝、ぐらいしか書いてないや。まあ、いっか。エンブレム、もらえたっけ？なんかあんまり土地からエンブレム出たような覚えがないんですけれども。はい。秘宝ボックスはね、出るんですよ。秘宝のボックス、アレースのうちの決勝、中決の決勝は、はい、この辺はね、イメージがあるんですけれども。はい。まあ、エンブレムが出るなら嬉しいんですけども、まあ、とりあえずね、アレースのうちの決勝や重決の決勝が、まあ、ちょっとね、出る数が増えたっぽいというところですかね。でも、これ、そう、結局、毎日の行動なので、これね、増え方はたった1増えただけかよっていう感じなんですけど、これ、毎日やるので、結構、これまでに比べたらね、影響があるんじゃないかなってちょっと思います。ということでね、これ嬉しい変化だなと思ってます。はい。で、もう一つ重要なのはこれですね。はい。酒場の将軍採用の更新のお知らせということで、これはね、先週の火曜日に、お知らせがあったやつです。で、これね、読み方が私間違ってたんですけれども、まあ、とりあえず、酒場に、シャジャルやジョージ・デュイ、ナポレオン、アルフレッド大王、トトメス3世、ヘンリー5世、スールとカスター、モードレッド、エドワード3世、ズッカ・テュレンヌ、カール12世、ジョン・チャーチル、ポリギナス、アウレリアヌスという、まあ、一昨年あたりとかに出たような将軍ですからね。はい。これらの将軍が、酒場に出るようになりましたと。で、その代わりに、エピック歴史の名称引換書プレミアムからは出なくなりますと。で、今回追加されたエピック歴史の名称を獲得する確率が高くなります。これがね、ちょっと意味が分かってなかったんですけれども、この消える将軍が一時的に、今週だけ出やすくするよ、それ以降出なくなるよって思ったんですけど、そうじゃなくて、これは単純に新将軍の確率が上がりますよというのを言いたかったということがね、わかりました。はい。ということで、単純に、エピック歴史の名称の引換書からこいつらがいなくなる分、倍率が上がりますよと。はい。これね、
これまで先週とか先々週の配信でも話をしていたんですけども、エピック歴史の名称引換書がどんどんゴミになってる話ですね。はい。どんどん増える、増え続ける一方だから、新しい将軍が手に入れづらいよという話してたと思うんですけど、これがね、改善されましたね。はい。これ、確率の詳細見ていただくとわかるんですけども、ブライアン・ボルの入手確率が 19.05% ということで、かなり改善されました。これね、2年前がこれぐらいだったんですよ、確か。はい。どんどんね、そのナポレオンプライムだとか、そういった時には、そう18%、17%とかあったのが、もうどんどん下がっていましたと。はい。それはそうですよね。新しい将軍が増えたのに、古い将軍がね、消えていかなかったら、分母が増え続けるんで、ね、どんなにピックアップしてようが、その確率がね、下がっちゃうわけですよと。はい。っていうのに、やっとね、運営がね、対処してくれましたと。まあ、もう少し削ってもよかったんじゃねと思わなくもないんですけれども、はい。これいいことですね。はい。今回の変更によって、今回のピックアップ将軍、ブライアン・ボール、先週の金曜日に新しく出たブライアン・ボールという新しい将軍の、入手確率が、改善されました。というのが、書きたかった内容ってことですかね。大石さん、コンジャルは酒場にナポレオンが出るようになったので、80万ジェムほど使って、なんとかゲット、将軍の伝道コンプリート。ああ、おめでとうございます。そう。今回ね、酒場に入るようになったことでね、コンプリートできてなかったやつの対象だったやつはね、狙い撃ちができるようになったんでね、80万ジェムはでも結構使いましたね。あ、ヘボニーさん、コンジャルはコメントありがとうございます。月見さん、ホワイトデー内配信予定のヘボニーさん。あ、そうか。先週の金曜日ね、ヘボニーさん、ライブ配信予定したけどさ、できなくなったということで、今週に移ったんですね。ホワイトデーじゃん。金曜日は、私、参加できそうだから、ちょっと裏で、キングダムハーツやりながらライブ参加させてもらいます。そう、レベル上げをしたいけど、配信するまででもないので、裏でレベル上げ、コツコツしなきゃなと思ったんですけど、ちょうどいいラジオにさせてもらおう。はい、ということで、これね、ずっと文句を言ってたんですけど、ついに、運営が手こ入れしてくれてよかったなということと、これね、非常に重要なのは、今回こういう手こ入れをちゃんと運営側がね、してくれたということがね、重要ですね。なので、今後薄まっても、定期的にこのリセット、メンテナンスをね、してくれるというところ、はい。一応ね、仕事するんだと、仕事してくれるんだと、はい。これまでサボってたよねというのは、ちょっと言うのやめて、はい、ちゃんと仕事してくれるんだなというところがね、分かったところがね、いいところですかね。はい、今後も、定期的にね、こういうメンテナンスして、せっかくのピックアップ将軍なのに全然出ないよっていうね、状況をね、防いでくれたらね、いいかなと思いますね。はい、歴史の名称、エピック歴史の名称の控え証でプレミアムのね、価値がどんどん下がってて、引く気が起きないぜって先週言ったんですけど、ちなみにね、私別に新しい将軍そんなに欲しくなかったので、引かないです。はい。ちなみに、流れてみます。ブライアン・ボル、部隊を率いて攻撃する際に、射撃兵の攻撃力、HP が50%アップし、ドラゴンあるいは真珠を連れて攻撃する際に、射撃兵と工場兵器の防衛力が35%アップということで、エレクトラと同じくドラゴン連れてたより強くなるシリーズですかね。はい。エレクトラの上位互換となりますということで、私はもうエレクトラを覚醒させてるし、アルジャーノンも制約とかをマックスにしてるので、もう射撃はお腹いっぱいなんですよ。はい。射撃をね、交換できるほど体力はないので、いらないんですとなってますが、普通にね、引いた人は、ぜひ使いましょう。めちゃくちゃ強いです。はい。これな攻撃と HP が上がって、はい、この辺のところの一緒なんですけど、この一番最後のやつですね。攻撃時の射撃兵の攻撃力がプラス40%、射撃兵と工場兵器の防御、HP35%、35%。これ強いですね。はい、こういうの見かけるとね、射撃兵と工場兵器が上がるの見ると、バーブとかに攻略にいいなっていつも思っちゃうんですよね。はい、私、バーブの、開くのをね、よくやるので、はい、こういうのいいなと思いつつ、私はもう射撃兵はもう決め打ちしちゃったから無理だ。あと、ちょっとね、持ってないのがね、
はい、こう見たことないですけど、このおじさん。誰だ、このおじさん。はい、なんか見たことないおじさんがいました。制約がね、射撃兵の訓練速度とか攻撃時の射撃兵の HP ということで、そう、4つ目のやつは強いんですけれども、3つ目がね、そんなにっていうのがね、微妙なところですかね。てかね、最近の将軍は、4段目なのやめてほしい。マジで。もう制約の石が足りなくなってきていて、新しい将軍をね、集めづらくなっちゃったんですよね。なるべく、その新しい将軍はピックアップ中に取りたいなと思ってたんだけど、もう制約を上げることもできないのに、取って意味があるんだろうかっていうね、今問題になってます。スキルさん、キングダムハーツしない、配信しないと寂しがる。あ、そう、確かに。それはそうなんですけれども。トシヤさん、こんばんは。コメントありがとうございます。キングダムハーツ大好きですね。キングダムハーツ、マジで楽しい。ほんと楽しい。塩流さん、うちのビッグが初日に覚醒させて特性をマックスしてちょっと引きました。いや、もう、トトップ勢はね、そういうレベルだからやばいですよね。ハルさん、二人とも盛んにいました。そうなんだ。いや、下のやつはね、なんか見たことがあるんですよ。なんか弾みたいなの、回復の人気のやつですけど、こいつ誰だっけ？この人の制約の人は全員無課金なので良いですよね。あ、この真ん中のおじさん、名前が全然出てこなくて。もう引いたことあんのかな？あ、宝箱を引いてなかった。最近忘れるんよね。よいしょ。コンスタンティヌスさ、顔変わった？こんな顔だったっけ、こいつ。酒場将軍。酒場で出る位置なんて、こっちからは、わからんね。誰だろう。まあ、無課金でね、手に入る将軍ということは素晴らしいですね。いや、そう。それはね、十分、あ、ヘンリー5世か。ヘンリー5世だわ。持ったことないわ、多分。次さんヘンリー5世ありがとうございます。ちょうど見かけました。こいつね、今回、追加され、酒場に出るようになったやつじゃないか。なるほど。ガリアの鉄槌部隊を率いて参戦させて射撃の攻撃産地。なるほど、なるほど。へえ。こいつ、なんか、あれだな。トランプマンみたいな服してるけれども、知らなかった。はい。酒場で出る将軍ということで、非常にいいですね。はい。それは優しくていいと思います。だから、これからね、エレクトラを育てるぐらいだったら、今、エピックの歴史の名称の控え書をぶっ破して、こいつを4体とか手に入れてね、赤星2とかまでつけるとね、全然多分エレクトラより強いんじゃないかなという感じですかね。よいしょ。はい、ということで、流れで、はい、ブライアンボールか。はい、ブライアンボールのところも見ていきましたと、で、セントパトリックの祝日のイベントはいい、サルゴン、はい。これは、ケーキ10の人ですね。はい、軍権の担当官で、部隊の防御 HP が10%アップしたそれで、はい、置いてるだけでみんな強くなるっていうね、はい、強いですね。で、サマータイム。はい、これも、以前の配信でお伝えしたところですから、はい、もうね、反映済みですけれども、日曜日の午前2時にね、サマータイムの更新が始まって、月曜日からですかね、月曜日のリセットが17時じゃなくて16時になりましたと。はい、で、ここで一つ許せないのが、ホルスは17時のまま。はい、これね、昨日もミスって今日もミスったんですよね。はい。サーバーリセットは16時なのに、ホルスの新しいやつ出てくるの17時なんですよ。もうそれ今日忘れてて16時にですね、ゴールドのやつやったんですよ。こっちか。はい。今日ね、大金持ちだったんで、ゴールドのやつだったんですよ。はい。ゴールドのね、やつを、税もね、やったんですけども、はい。無料とちょっとのジェムで済むはずだったのに、16時になってちげえじゃんってなって11時にまたエラーメになって、なんか余計なジェムがかさみました。
月見さん、なんか顔がキリッとした人いますよね。メイク。いや、そう、なんか、酒場っていうか、将軍、またなんか微妙に顔変わりました。なんかね、将軍の引き換え書とかも見てても、なんか、あれ、こんな引き換え書だったっけなっていうのが何人かいて、ね、スンラとかさ、こんなに濃かったな、なん、なんで、なんでなんだろなんでなんだろはい。なんか、ナルセス、いや、ナルセスはこんな子だった気がする。なんか微妙にいじってますよね、多分。なんか、ちょっと違くないって、いつの間にかなんか変わってないっていうね、将軍がいる気がします。挨拶したかな、後山さん、こんジャルは、和樹さん、17時のおかげでくるくるなくて助かあ、それはそう。それはそう。ホルスっていつも17時でしたっけ？なんか、これ今だけそうなってるだけで変わるんじゃないのかなっていうのは気になってるんですけれども、そう、リセットタイミングとずれてる方がくるくるしないのはありがたい。月見さん、ちょいちょいエボニートラップ仕掛けてきますね。いや、そうなんですよ。なんというか、思い込みでね、やっちゃうのはいけないんですけれども、ちょっとね、そう、優れた訓練、はい、皆さんね、本当に気をつけてくださいね。17時。リセットタイムは16時ですけど、ホルスが始まるのは17時なので、はい、皆さんね、16時59分になったらホルス待機です。ココさん、ホルス日本人プレイヤー勢早押し合戦ですね。そうなんですよ。はい、これね、日本人、一人違うけど日本人ってことで、私ね、1日目はね、完全に狙ってたので、はい、1位になりましたね。装備25回強化ね、真面目にこっちの強化からやったんで遅れましたけれども、よくよく考えたら文明装備の上級強化ですぐいけたなって思ってます。が、1分12秒でも初日はね、狙い目だったので、1分12秒っていう遅かったにもかかわらず1位でラッキーでした。はい、それ以降はね、18位、11位とね、ちょっと、みんなね、みんな00秒とか01秒なんですよね。えぐいですよね。はい。みんな01秒、00秒とかをね、みんな狙っているので、ちょっと狂った瞬間に終わるんですよね。さあ、タモさん、初日00秒で2位でした。あ、偉いですね。ちゃんと、ホルスチェックしてた人が、はい、うちのサーバーはなんかチェックが甘くて私クリアした後に何って聞かれて、装備25回強化だよって教えてあげました。ニコさん、あ、だからくるくるしなかったのが、そう、サーバーリセットがあると、どうしても、リセットタイミングの時点でぐるっとなっちゃって、ラグがね、発生しますよね。はい。17時だとずれてるんでね、それが起こらないっていう感じですかね。本日00秒です。はい。素晴らしい。みんな、やばい。みんな、大体日本人だと思うけど、やばい。田山さん、うちの BOG は日曜日の22時から24時、同盟移って、メジャーになったら速攻で燃やされました。いや、メジャーはきつい。上位が。はい、何の話だっけな。新バージョンのところ見てきた将軍の話もしました。はい。はい。まあ、正直ね、もっとずらしてよかったなっていうことと、ここで、重要なのがですね、これ、X さんもコメントしたんですけど、酒場の将軍ですね、酒場で採用できる将軍って、これまで工場兵器の将軍って買えなかったと思うんですよ。でも、今回、あの、この変更で、エドワード3世、あ、違う、どうだっけな。ジョン・チャーチルか。ジョン・チャーチルとズッカだっけな。はい。ジョン・チャーチルとズッカが、これ工場兵器だと思うんですけども、この工場兵器の将軍をね、酒場で手に入れられるようになりましたと。これがね、非常に素晴らしい変更かなということで、はい。工場兵器将軍、ジョン・チャーチルと、
ほい、ほい。ズッカ。はい、こいつらですね。はい、こいつら工場兵器の将軍なんですけれども、はい、これね、何が素晴らしいかっていうと、はい、行政庁ですね。はい、無課金で、この赤い星をね、つけることができるのって、まあ、射撃はメフメト先生が言いましたと。で、今は遺跡からできなくなりましたけど、イーナオマサとかスールトだとか、この歩兵とか射撃歩兵騎兵射撃の将軍は比較的赤星にするためのその被った将軍の取得がしやすかったんですけども、工場兵器だけは、何ヶ月かに一回配られるシャーマンぐらいがギリギリね、複数取れましたと。でも、今回の変更で酒場で工場兵器将軍が出るようになったので、はい、この工場兵器をね、上げたいガチ勢の方は、酒場をぐるぐる回すことで、このね、赤星をね、つけることがね、できるようになりましたと。ナポレオン兵器なのナポレオンって兵器なのちょっと待って。見たのに見逃したな。ナポレオンいない。ナポレオンこっちナポレオンって騎兵じゃないのか？あれ、ナポレオンプライムだ。ナポレオン。工場兵器。こいつあれでしょう。全兵種じゃないです。ミックスじゃない、ミックス。ミックス、かわいそう。こいつ工場兵器って書いてあるのにミックスなの。これね、もうマジで、ミックスっていう制度、マジやめてほしいよな。本当にさ、ミックスの存在価値なくなってんのよ。マジで。工場兵器って書いてあるのにね、かわいそうに。いや、これね、私のね、学費もそうなんですけども、これミックスになってるせいで、元老院にも置けなくて、なんか余った担当官にしかね、置けないっていうね、本当にかわいそうな将軍たち。で、ナポレオンなんてね、ナポレオンプライムがあるからさ、皆さん多分持ってると思うんですよ。このナポレオンは絶対みんなね、ベンチオーマーになってるから担当官ついてるんでしょうね。これそう、もうこれね、ミックスになってるだけで元老院に設置できないの、本当にひどい。全兵種得意とは何ですかっていうね。これで、全兵種指揮することが得意のはずなのに、元老院には置けないんですよ。これ何でも OK なジョーカーに見えるのに、違うじゃんみたいな。全然得意じゃないじゃんみたいなね。はい、もう学費なんてさ、結構教わってたのにね、もう悲しいですよ。もう途中でね、気づいてやめてよかった、本当に。はい、ということで、はい、ナポレオンは残念ながらダメな子でした。K45 で T16 用いたら、そうでも 2B なんて自撃で飛びます。いや、そうですね。K45 はレベチなんでゲームにならない。全兵士の部署も元老院に加えたし、元老院はな、でももう美しく、ね、この戦勝記念塔のレベルと対応しちゃってるから多分、増えなそうですよね。いや、全兵士なんだからどこにでもつけられるっていうね、やつにしてほしいんですけどね。全く。もしくは、どこにでも、いや、意味ないな。つけた時のランクが下がるようじゃ意味がないから、うん。どこでもつけられるようにしてほしいですよね。器用貧乏。いや、もうほんと、ジョーカーじゃなくてババ。いや、もうほんとそう。もう、なんか、全兵種イコール、外れっていうね、非常にひどい状況になっているので、まあ、全兵種になってるね、種類自体が少ないというか、もう多分もう出さないでしょうね。これもう、過去の悪しき文化なんだろうなっていう感じがしますけれども。はい、この人たちマジで存在価値なくされてるので、ひどいと思います。え、メイソン・ウィーバーってミックスだったんだ。へえ。はい。もう信じられないです。あ、行政庁さ、戦勝記念塔をレベル7にしないといけないんですよね。
戦勝記念とレベル7の条件、8M 以上の将軍同時に5人とか無理なんですけど、全く。頼むぜ。はい、まあいいや。はい、レベル16のタイルから帰ってきました。レベル14からも帰ってきましたが、やっぱり、エンブレムは今日一回もゲットできてないですね。あ、思い出した。エンブレムの話で、これしたっけなって、多分はるか昔にしたんですけれども、ヘカテの月相ですね。ヘカテの月相。結構、初日だけプレイして、ポイント稼いだらもうやらないよっていう方多いと思うんです。まあ私もね、なるべく初日にやって、早い段階でね、高得点出せば、最初の、順番、最初にその得点を取った人の方が、順位が上がるので、得なんですよ。だから、これ日本人有利のイベントで、リセット直後、リセット後、可能な限り早くヘガテの月相ってプレイするほどお得ですと。はい。っていうので、初日に、820ポイント稼いで、今13位に位置しているんですけれども、初日だけやって2日目やってないよっていう方をよく聞くんですよと。で、私としては、2日目もやりましょう。はい。1日目に、もうこのポイントがね、稼ぎ終わったとしても、2日目何回かやるのがおすすめです。はい。で、その心はっていうのが、スフィンクスですね。はい。このスフィンクスって、エンブレムを落とすんですよ。まあ、これ1日の上限が決まっていて、1日確か12個だったかな。はい。なので、スフィンクスって曜日モンスターで土曜と日曜のまあ、リセット後のタイミングしか出ない曜日モンスターじゃないですかと。で、1日、まあ、12個とか落として、まあ、これもね、絶対落とすわけじゃなくて確率ドロップなんですよね。で運によってこのエンブレムの宝箱を落とすんですけれども、ヘカテの時のスフィンクスもちゃんとエンブレムの宝箱を落とすんですよ。はい。ということで、この、なかなか入手がしづらいエンブレムの宝箱を落としてくれる貴重な機会なので、はい、1日目に稼ぎ終わったとしても、2日目プレイして、このエンブレムの宝箱を回収するのをおすすめです。まあ、もちろん、なんていうか、なかなかその、ね、後半のモンスター全然倒せませんとかなってくると、ラムネだったりだとか、負傷兵だったりだとか、その鍵を使う効率がね、悪くなっちゃうので、ある程度倒せる方に対するおすすめなんですけれども、はい、少なくともレベル5のね、スフィンクスがもう無傷で倒せますよだとか、そういう方ってヒドラのね、3とかも、フェニックスとかも無傷で倒せると思うので、そういった方たちは、なるべくね、2日目も、ヘカテをやって、エンブレムの宝箱を稼ぐのをお勧めします。で特にヘカテって月曜と火曜呼んでるんですけど、月曜と火曜って、この美術品の、この回は起きてないけれども、宝蔵の巻の宝箱も落ちるんですよね。はい、だから、別に損しないので、まあ、宝蔵負けの宝箱とかはね、まあ、通常のラリーとかで普通に落ちるので、まあ、なんかそこで取ればいいかなと思わなくもないですけども。はい、素材は落ちてるけど、全然宝蔵の巻落ちてないな。悲しい。はい、落ちてた、落ちてた。はい、スフィンクスですね。エンブレムも必ず落ちるわけではないので、落ちたらラッキー程度なんですけれども、はい、一応ね、エンブレムの宝箱って結構なレアアイテム、なかなか入手ができないアイテムなので、交換レートも悪いやつなので、ヘカテのイベントのこの化身スフィンクスからも落ちるっていうのは非常にね、便利というかお得なので、2日目もヘカテをプレイする、ちょっとプレイして、エンブレム確保するっていうのがおすすめです。はい。前も喋ったような気がするんですけれどもね、定期的に同じことをね、喋ることも重要と思うので。はい。ということで、はい。私はね、だいたい毎日2回ずつとかヘカテはプレイしています。はい。ということで、今週もヘカテのゲストはね、初日にしっかり稼いだので、まあ、20以内では終わるかなっていうところの感じですかね。はい。で、このね、マリア・テレジアのかけらを今回は20個交換することができました。
はい。で、20個交換したことによって、よいしょ。マリア・テレジアは、星4の、えースター9のステージ2まで来ましたね。はい。だいたい、2週、ヘカテは1ヶ月に1回かな。違うな、2週間に1回かの、ペースで来るんですけれども、はい、このペースでいくと、まあ、2ヶ月後ぐらいにはね、スター10になりそうですかね。はい、はい、こいつがね、マックスになると、モンスターを討伐する際に、アイテム2倍排出率が10%アップし、モンスターの討伐による消費がスタミナが5%アップするということで、ほんと強いよね、こいつ。マジで。早く、早くマックスにしたいです。まあ、ちょっと装備がね、適当でしょぼしょぼなんですけれども。はい、マリア・テレジはね、非常に便利なので嬉しいですね。島流さん、ヘカテ常設ボスとゴブリン狩りの運ゲーなのであまり好きではないですね。はい、運ゲーです。その通りです。ゴブリンが出るかどうか、はい、あとテュポーンが出るかどうか、高ランクボスがね、いかにたくさん、早い段階でたくさん出るかとかのゲームなので、運ゲーなので、もうランキングはもう、なんかあんまり頑張って目指すものじゃないと思います。重要なのは、はい、エンブレムだとか、はい、この辺のね、交換、そうだよね、狙いに行く。そこがね、重要だと思います。はい、今私はこのね、マリア・テレジャーが終わったら、次は製造達人認定証をね、交換しようと思っていますと。で、それで、とっとと、アケメネス系をね、全部、アップグレードして、終わったらこの製造達人認定書を全部ドラゴンに食わせられるようになるので、早くね、卒業するために製造達人認定書を交換できるようになりたいですね。製造達人認定書交換が終わったら、はい、この宝蔵の分けの宝箱を交換しようと思ってます。はい。ほら、エンブレムね、交換レートが高いんですよ。ムーンライトトーチ150も必要なのに1個しか手に入んないっていうね。はい、エンブレム、なんか、毎回割高に設定されてるので、スフィンクスからね、落ちる分バカにならないのでね、ぜひ、はい、スフィンクス狩りのためにやっていただくといいのかなというのと、思い出した。釣りやんなきゃと思ったのに、ずっと喋ってて忘れてた。はい、ぜひぜひ、ヘカテやりましょうということを。溜まっちゃってるよ。釣りやらせてもらっていいですか？一応ね、釣り、今回は初日それなりに頑張ったので、ランキングがね、いい感じになっているので、ただね、めっちゃブクブク言ってる。こんな音なるんだっけ？あのー釣りイベント初日はね、5位とか日してたんですけど、まあ、こまめにやるわけではないし、土日とかね、たくさん寝るので、起きたらね、追い抜かれていて、今ね、多分13位とかそんなもんな気がするんですよね。まあ、いっか。マグロが。そんなバカな。マグロマグロ。はい。高いね、やつをね、優先的に取っていって。まあでも、賭けになんでね、無理する必要はないんですけど。はい、微妙な操作はスマホの方が、いいかなと思うんですけど、動きはね、軽快なのでね、PC も悪くないですよね。赤田玉さん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、次8回。皆さん釣りやってますかね？はい。前ね、釣り配信のところでも言いましたけれども、すべてのこのアイテムがね、左上見ていただくとわかるように、金色にするところ、で、金色にすると、この8倍とかでね、やれるようになるので、ここまでいったらもう、あとはもう惰性でね、まあ、5倍かける2とかで、2時間半ごととか、気づいた時でいいんですけども、10回消費してると、多分ね、50以上には多分なるので、もうね、釣りイベントめんどくさくて、みんな多分、初期の頃よりやってないんですよ。だからランキング狙いやすいので、おすすめです。まあまあ見えるな。まあまあ見えるな。
ミスった。でも、宝箱ゲット。なんか、しょぼいのもいっぱい取っちゃった。はい。ってなわけで、トアミーもめっちゃ溜まってるわ。よいしょ。はい。久しぶりに来た釣りイベントですね。私は今12位に位置してますかね。はい。このまんま、このぐらいの位置を維持して、よいしょ。はい。20位以内に入ると、制約の石とかね、金枝みたいなこのレアなアイテムをね、ゲットすることができますと。はい。私途中でも喋ったんですけども、制約の石今足らなくてめちゃくちゃ欲しいので、はい。これを狙ってね、地道にやっていこうかなと。で、20位以内はちょっと大変なんですけども、50位以内はそんなに敷居高くない気がするので、ぜひね、皆さんはね、50位以内を目指して、もうたまにでいいです。たまに覗いたときに、これで、5倍5倍。これを繰り返してるだけでも、多分それなりの順位に行くと思うので、ぜひね、皆さん、釣りを楽しむ必要はないです。もう5倍を押して放置してもいいと思うので、はい、やっていただくのがいいのかなっていう感じがしますと。一応ね、私まだ図鑑コンプリートしてないですけれども、今回は早々に金の宝箱を1個ゲットできましたし、はい、今回もね、全部クリア予定です。はい、図鑑をね、埋めることで、この戦績の宝石や金枝っていうね、レアなアイテムがゲットできますので、はい、釣り頑張る勢の方はね、ぜひ、148ポイントで、図鑑マックスをね、目指しましょう。片様さん、釣りしばらく来ないと思ってましたが、来ましたね。前回はお城もらえなかったのでリベンジです。現在3位で課金も視野に入れてます。そうなんだ。課金も視野ということは課金せずに3位なんですか？それすごいですね。そう、これね、課金は、そう、抵抗がないなら多分課金をした方が多分良くて、というのも、ここですね、この海釣りの宝箱、そこまでやってると、この多分51以降の宝箱ってゲットできてると思うんですけど、ここからね、餌だけじゃなくて、この海図とかも出るので、この宝箱がね、もらえる数が増えるんですよ。だしやれる回数がめっちゃ増えるので、はい、にした方が、やっぱランキング上位には、行きやすいようにはなってますと。それだけ釣りするの大変な気はするんですけれども。はい。海釣り名人、海釣りマスター。はい。白狙いの方は、そう、それをね、狙っていただけると、狙うといいのかなと思いつつ、でもすごいな。現在さえやばい。月見さん、釣りをどこを8倍でしたでしょうか？これあれです。餌を一気に8個使ってポイントも8倍になるよってやつです。で、もしこの画面が出ないんだとすると、まだ左上のこのアイテムがレベル10になってないからです。このアイテムをすべてレベル10にしないと、この何倍にする海釣りっていうのが出てこないし、この右のトアミも出てこないんですよ。はい、このアサルってやつですね。はい、これを全部レベル10にするところまでがチュートリアルで、これ初日にいかに早くクリアするのかゲーミングです。釣りは。はい。ということで、これがレベル10になってない場合は、1回ずつやんなきゃいけないんで、頑張ってここを上げましょう。神さん、先月のアップデート以降、なぜか PC でプレイできなくなりました。いろいろ試してみたけどダメで、何がダメ、何やさっぱりです。それ困りますね。キャッシュ削除の方法をご存知ですかね。以前ね、ダーマスさんがつぶやいたところに、どなたかがコメントしてくださってたんですけども、PC 版とかのそのキャッシュが溜まってるところがあって、そこをクリアすると、うまくいくっていうのをね、聞いたことがあります。片様さん、仕事中も2時間ごとにチラチラ餌が溜まっているのを確認してみられてます。私も約2時間ぐらいで、見かけて、5倍で、ポチってやって放置して、みたいな、もう、餌はこだわらないです。取るポイントはもうこだわらずに、もう、開始して放置。それをするだけでも、無駄にね、貯めてるよりはマシなので、
すげえわかります。月見さんわかりました。左側を全部レベル10にして餌を8倍ですね。ありがとうございます。はい。大体ね、10溜まってたりとかすると思うんで、5倍かける2とかの方がもしかしたら楽かもしれないですが、はい、そうです。とりあえずここ全部レベル10にする必要があるので、そこが、あの、そこまでがチュートリアルです。この海釣りは。マサールさん、課金した人は獲得ポイントが増えるから、無課金だと城は厳しいっす。あ、そうなんだ。ポイントも増えるんだ、これ。ええそう、毎回ね、上位に行く人たちのポイント跳ねてるの不思議だなと思ったんですけど、そういうことなんですね。はい、ちなみにね、うちのサーバーはね、1186なんですけども、上位に2人、私含めて3、4、うん、20位以内に4人いますね。で、この4人は、毎回です。前回の釣りも上位でしたね、確かね。はい。釣りガチ勢が明確にわかる。マサルさん、ディスコードのスクショ送りました。ありがとうございます。あ、これ、さっき私見たけど、ちゃんと見なかった。本当だ。そんなん書いてある。これね、獲得できる怪人コインと、イベントポイントは20%アップします。50%アップします。そういうことか。いや、さあ、釣りイベントって、このポイントのね、倍率が上がったとて、課金しただけじゃ勝てなくて、課金をすればそれほど勝てるわけじゃなくて、やらないとランキング上位いかないじゃないですか。だから、なんか、過酷だなって思ってたんですけど、とはいえ、こんなにポイント跳ねるほどこいつら釣りやってんのかっていうの気になってたんですが、なるほどね、このイベントのこのポイントが50%とか20%アップしてるんですね。てか絶対50%アップしてますね。50%してるんだったら1.5倍とかの数字になっている。まあ1.5倍どころか2倍以上になって、まあこれはね、継続したらそりゃそうだろうなっていう感じだから、これあれですね、もう初日、最初にしょっぱな課金して、やりまくるのが得なんですね。へえ。だってこれあれね、毎日とかじゃないですもんね。1回課金しちゃえばその期間ずっとってことですもんね。そうなんだ。そう、これね、穴場なのでね、そう、課金に抵抗がない方は、そう、課金して、やると比較的取りやすい気はするんですよね。はい。これもだって、実質4人しか参加してない。一番4人目はちょっときついですけれども。はい。もう白確約されてますかね、この3人。月見さん、マイル貯まる人がいるのか。そう、なんか、たまるみたいですね。これ知らなかったです。多分、初めて押した気がする。ガッタ様さん、前々回と海沿いの宝物を溜め込んでいたので、餌はたらふくありましたので、割と楽にここまで来てます。ピンクゼム999で200%スコア上げられるチケットもありますね。そんなのあるんだ。やべえ。奥が、それこっちか。こっちか。このパッケージか。えわかんない。金額が違った。あ、奥があったわ。キャッチクーポン。海沿いの収穫を集計する際に使用すると、その回の収穫が追加に200%アップします。へえ。じゃあ、上位はこういうのもやってんだ。いや、大変だな。はい。今回は争いが4人のようなので、3位と4位は課金合戦でしょうね。大変そうです。まあ、それにしても他のやつよりはちょっと優しい気がするな。なるほどね。はい。ちょっと、知らなかったで勉強になりました。海釣りガチ勢の方は、残りね、7日間、ぜひ、駆け抜けてください。片様さん頑張ってください。引き続き。そう、私もね、宝箱ね、たくさん貯めてたんですよね。たくさん貯めてたっていうのは、貯めては初日にぶっ破して、早い段階でこれをね、全部レベル10にするっていうのをね、やって、また貯めるっていうね、生活を繰り返しているんですよ。ということで、海釣りの宝箱ね。はい、これはもう開けずに取っとこうと思ってます。ランキングは多分ね、20位以内。これで
自然にプレイしてるだけでもいくと思うので。はい、そんなところですかね。テーマさん、そういえば今週はおサーバー王の対決ですね。あ、はい、そうですね。まあ、正確には、王の対決、うちのサーバーは、まだ、先週も王の対決だったんですよ。ランキングコンテストみたいな名前でしたっけ？はい、それがね、来てるサーバーもあるみたいなんですけど、うちのサーバーはね、結局まだ来てないですね。やっぱり来ないまんまで、通常の、王の対決がずっと続いていて、王の対決、サーバー版王の対決がね、交互にいつも通り来ているということで、今週はね、SVS の週なんで、サーバー版王の対決。そう、ランキングコンテストのところも、PVP、PV じゃない、SVS の時はサーバー版王の対決になるみたいなんですけれども、はい、ということで、そう、SVS の週だからこれが来てますね。はい、ランクコンテストはね、私のサーバー一回も来たことないからわからないんですよね。噂聞いてるってか、あそこでも記念コインがもらえるらしいんで、早く来てほしいんですけどね。もうほんとね、サーバーの違いのやつ、マジで、どうにかしてほしい。はい、ということで、今日の、本の対決は戦力向上ということで、はい、私いろいろ、負傷兵を貯めていたので、どんどん回復をさせていっているという感じですかね。はい。総合ランキング5位になってるのは、昨日、タイルが、よいしょ。昨日の、資源採取のタイルが、2位だったので179。1位のキティすげえな。351って私の2倍じゃん。てかね、私も別にタイルそんな言ってないんだよな。これね、遺跡に2箇所か3箇所くらい出してるし、特にタイルせずに、あれをしてたんだよな。なんだっけ。蛮族か。蛮族結構やってたんで、正直、タイルそんなに頑張ってないから、うちのサーバータイルあまりにもやってないな。はい。うちのサーバーがタイルあまりやってないだけれども、キティの 351M はすごいわ。はい。ということで、はい、この辺のね、名残で、あれこのアルダーってタグなしなのに。まあ、いっか。はい、今ね、戦略向上というが来ていますということで、これね、戦力向上先に来ちゃったんだけど、このさ、消費還元の時は、建設が来てほしいんですよね、早く。はい、ちょうどね、今、この資源の消費還元、ね、3連打の3発目、はい、資源の消費還元来てるじゃないですかと。私ね、今回は 10B で終わらせようとしてるんですよ。えなんか、クラッカー飛んで何かなと思ったら、あ、先生、同説自白人語です。おー、本当だ。今私99になっちゃったけど、同説そんな言ったの初めてだ。あれ。皆様ありがとうございます。はい、いつも、雑談しながら、一般ピーポーの配信ですが、ご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけますと嬉しいですということで。めっちゃクラッカー飛んでるありがとうございます。わーい。いや、同説増えるのは嬉しいですね。はい。日本、日本人の方だけなのかな。そう。海外の方もね、見れるように動画編集とかできたらいいんですけどね。はい。なかなかそれも大変でできてなくて申し訳ないんですけどね。はい。余裕ができたらね、なんか切り抜きとかも作りたいところなんですけども、勘弁してください。あ、月見さん、配信前のポチ勢なんですね。ありがとうございます。富山さん、まさかの資源の消費還元が3立てとは思いませんでした。いやー、これはね、予定通りですよ。はい、スピードの還元が同時還元だったんで、そう、もう消費還元がね、資源の消費還元3連続なんで、もう予定通りな進行でしたね。はい、でも、しばらく来てなかったんでね、最近はスピード、同時スピードみたいなのがね、多かったんですけど、今回資源、同時資源っていうね、はい、パターンだったので、そう、今回すごく大変なんですよね。だから私も今回はね、10尾で抑える予定なんですよね。
で、この10尾で抑えたいんですけども、それを抑えるためには、建設みたいなでかいやつでガツンと進めて、その後、兵士の訓練とか戦力アップだとかのところで微調整したいんですよ。でもね、建設よりも先に戦力が来ちゃって、で、1日目タイルだったでしょ。頼むよ。明日には建設来てくれ。はい、先にね、訓練が来ないことを今祈ってます。はい、塩永さん、相手は1800台で、一同盟に K40 が5、6人いること当たりました。K40 で簡単にいけるところじゃないはずなんですけどね。いや、1800台なのに K40 そんないるのみんなみんなやばいな。ぶっ壊れてるぜ。K40、私なんてまだ K38 なのに、2年半やって K38 なのに、おかしいな。富山さん、うちのサーバーは土地開発が初日でしたので、軍権と戦勝記念とを挙げたけれど、それでも17位でした。どうなってんのガチ勢すぎる。っていうか、その、スピードアップの消費期間じゃないから、結構その持ち出しになって辛いじゃないですか。だから私はなるべくね、そのスピードアップまで、その建設しっぱなしで抜けることが多いんですけど、皆さん、全然関係なくアクセルベタ踏みするんですね。すげえ。マカロンさん、コンジャルはコメントありがとうございます。高評価20って過去最高な気がする。いや、皆様ありがとうございます。おい。いや、やばいな。って言ってるうちにもうね、23時51分ということで、あんまり遅くまでね、やるのもあれなので、あと重要なところ何を話していこうかなということで、みんな大好き美食カーニバルですね。はい、美食カーニバルが来ました。私まだね、交換してないんですけれども、はい、美食カーニバルはね、もうリワードがめちゃくちゃいいんで、なんかバグってる。同盟の宴会。押せないんだ。同盟の宴会押せなくなったんだ。ランキング。はい、こちらね、毎日、魚がね、手に入りますということで、モンスターのね、討伐で1日500個まで手に入るんですって。モンスターの討伐こんなやだっけなんか変わった気がする。はい、上限数は1日500個までということで、ガチ勢はね、これ毎日500獲得してるみたいですということなんですけれども、私は、結局ね、頑張ろうかと思ったけど、頑張りませんでした。はい。ここをね、頑張ることで、フリックであったり、マーリンがね、毎回ね、交換できるということで、本当にね、ガチると、ちゃんとこの辺交換できるようになってるので、ぜひね、はい、今からでも、蓄え次第でギリギリ頑張れると思うので、ぜひ、はい、これらの将軍欲しいよっていう方はね、目指していただくといいのかなというところですと。はい。で、よくね、知らない方もご存知ない方もいるので、はい、調味料はここで買うものです。はい、ぜひね、今、ジェムの還元中なので、調味料はね、たくさん確保しておきましょう。僕、いくら買ってもすぐ足らなくなるんで、はい。今私6000溜まってますけど、こんなのすぐね、吹っ飛ぶんで。はい、ジェムの、還元が、キリがいいタイミングにね、この調整で使ってもいいと思うんですけども、こちらの調味料でうまく、調整して、還元と合わせていただくのがいいのかなって思いますと。はい、美食カーニバル。で、星跡のグレース。これね、意外でしたね。星跡みたいなやつって前のイベントのやつかなと思ったけど、来ましたね。はい、ということで、星跡のグレースというね、やつで、このアイテムが毎日もらえますので、毎日忘れずに取りましょうと。はい。なので、このお城の飾りですね。これが、足らなかったよっていうのがね、先週っていうか前回の長期イベント終わった時に、そんな話が、見かけたりしたんですけども、はい、おかわりがあったようです。でもね、これ、結構、辛いやつのようなので、はい、計画的に頑張りましょう。はい。で、巨人の知恵の信念とかいつも通り、誇りまみれの帝国の宝庫は、今回も私は、貯めるだけにしようかなと思ってますということで、はい。まあ、あんまり貯めてもね、このイベントが来なくなっても困るので、これもしばらく来てなかったやつなのでね、怖いんですよね。はい。でも、
初日にこれ更新して、金のね、ピカピカがこういう2個とかちゃんと出てくれないと。初日全然出なかったので、もう今回はスルーしようってなりました。はい、ということで、はい、私みたいに、貯めてる方はね、この鍵、この秘宝の鍵は、貯めることができますので、このね、王権のかけらを目指してわざと貯めるっていうプレイングもね、可能とは言えば可能ですと。まあ、とはいえ必ず交換できるわけじゃないので、というのと、このイベントが必ず来るわけじゃないので、まあ、計画的にというか、はい、そのリスク込みで貯めたりすることも視野にやってみてもらうといいのかなと思います。富山さん、そのために他の施設の建設を始められない。あー、なるほど。いやー、厳しいですよね。それらを上げたの高すぎる。千流さん、周りあと5体は行きたい。いや、そうですね。5体、あと5体っていうことは、今、スター9なのかな。はい。はい。比較的、この美食カーニバルは頻繁に来るので、はい。ガチ勢の方はね、結構集められてると思って、素晴らしいイベントですよね。片様さん、今、カタラナムの互いメジャーリングに参戦しているのですが、小強同盟のために強化してもラリーで2パンでやられちゃいます。なので、ポータル維持しながら逃げ回っています。結果をお察しの通り、最低あと2000、地獄は続きそうです。エリートが良かった。いや、そう、カタラルムはさ、そういうの話めっちゃ聞きますね。メジャーが地獄すぎるっていう、あと格差とかがね、ひどかったりとかでもすごく聞くので、難しいですよね。だからこそ、あえてエリートを狙ったっていう話も聞くんですけど、そうすると強い人がエリートに流れ込んでくるパターンもあるわけで、はい、まあ、つまり適正じゃないなって感じがしますよね。はい、難しいところです。大陸を分けるのもいいんですけど、なんか正直大陸を分けてる効果が減ってきてる感じはしますよね。はい、大陸を分けたことでより辛くなってる盤面もあると思うので、まあちょっと、ね、戦場のマッチングについては、もうちょっといい感じになると嬉しいなと思います。はい。で、イベント系のところは、そんなところかな。同盟ボス。はい、同盟ボスがね、ちょっと、今週は、はい、またね、私ね、7M ちょうどいかないんですよね。2回殴って 6.7M ということで。てかね、今回はね、騎兵の攻撃力が100%ダウンなんですよ。だから、私、同盟ボスの召喚が始まる前のタイミングで、今回はレベル2に変更してほしいですみたいなコメントしたんですけど、ちょっとね、気づいてもらえなかったようですね。はい。多分ね、うちの同盟は脳死で毎回レベル3を選んでると思うんですけども、レベル3だからいいわけでは別にないので、はい、ここのね、バフですね。この騎兵の攻撃力がダウンしますっていうやつ。はい、これ、ダメージがアップダウンは影響が大きいんですよ。この攻撃力がアップしますとかは、そんなに影響がね、大きくないんですけど、ダメージがダウンしますは、かなり変わってくるので、はい、皆さんはね、ぜひね、ダメージダウン、騎兵の攻撃、もう基本的に騎兵で稼ぐと思うので、騎兵の攻撃がダウンするってやつをね、選ばないようにしていただくと幸せになれると思います。何これ、ナークボーイ。この肖像なんか、いいな、爽やかだな。はい。ということで、同盟ボスはね、そう、いつもなら、ギリギリ 7M いくかなと思ったら 6.7M で全然足らないっていうね。はい。ちょっと、また明日殴ろうと思います。はい。で、いつも通り沈没の神殿が来てますねというところ、はい。沈没の神殿もね、もう最近は本当に特定の人が複数アカウントで、水曜の怒りの発動をね、占有しているので、明日のリセット後にさっさと、14回やって、このランキング、ね、14位上位勢になろうかなと思います。はい、14上位勢になるだけでもね、余裕で、7位とか、7位、6位あたりにはね、なれるので、はい、リワード得なので、はい、これもね、日本人得、日本のね、タイムゾーン得なイベントなので、沈没の神殿もね、さっさと14クリアするのが多分おすすめかなと思います。そういうサーバー多いんじゃないかなっていう感じがしますね。はい。
長期イベント、カーニバル。そう、カーニバルの話しなきゃいけないと思ったんだ。マサハルさん、うちは今週相手に PPK がいるのが分かり、絶望。PPK、なんか、強い人なんですかね。なんかVIG とかよく聞きますけど、PPK、まあ多分、私が知らないだけで有名なのかもしれないけど、絶望するほど強いとこなんだね。やば。同説さっき今103点見えた。うわ、素晴らしい。やった。ありがとうございます。はい。そう、カーニバルの話、今日そう、これ絶対しなきゃと思って危なかった、危なかった。はい。カーニバルですね。これね、一回引かないとわかんないんで全部引こう。はい。カーニバルのこのパレードマスクなんですけど、モンスターから300、資源採集から200取ることができますと。で、これね、いつも同じなんですけど、モンスター討伐マックスと資源採集ある程度やってれば、無課金でもレベル20までね、マックスで到達する優しいイベントになっていますので、多分このね、私このまま多分マックス行くんですよ。はい、このレベル5ごとにもらえるこのパーティー招待書ですね。はい。これと組み合わせるとね、マックスまで行くようになってますので、よいしょ。皆さんね、これ積極的にクリアしましょうと。大体うちの大陸で優勝争いしてます。それは、前回のオールスター見たら12以上って、いや、それはおさ、サーバー、サーバーのその同盟だけでオールスター10人でやってるんですか？オールスター感謝祭なんなんやばいですね。それは絶望ですね。3日間バブル、3日間バブルを使うタイミングだと思います。よいしょ。はい、私370溜まってたのを使って今レベル19まで行って、もらったパーティー招待状で、はい、マックス、はい、レベル20マックス行きましたね、ということで、はい、これ使いますと。はい。で、重要なのはこっち。コインが、マックスで、500ゲットできます。で、ブローチが50もらえます。はい、無課金でもらえる限界はこの550がマックスなんですけれども、今回、課金されてる方で、伴侶が取れてない方ね、はい、ここにカサンドラがいますので、忘れずにね、魂の伴侶カサンドラを解禁。まだできてないよっていう方は、今回これ、久しぶりに来たチャンスなのでね、忘れずに取っていただくといいのかなと思います。はい、ちなみにカサンドラはね、そう、課金伴侶なんですけれども、過去に、無課金でもね、取れたタイミングがあったので、私はね、ゲット済みですと。はい。ただ、それ以降ね、取れるタイミングがなかったと思うので、わあ、月見さん、同説100人超えおめでとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。水色スパチャありがとうございます。はい。同説100人超え嬉しいです。ぜひ、皆様、チャンネル登録や高評価していただけますとありがたいです。よろしくお願いします。月見さん、水色スパチャありがとうございます。それからいつもありがとうございます。はい。カサンドラが、久しぶりにゲットできる回なので、まだゲットできてないよっていう方はね、今回狙い目ですと。で、さらに、伴侶スキンもね、ゲットできるようになってます。この預言者の花かむりっていうね、なんていうか、その、人が変わってるんですけど人が変わってるんですけども、はい、この預言者の花かむりっていうやつも、今回、合わせてゲットできるようになっていて、はい、カーニバルの、はい、リワード機械ですね。はい。ここで新宅のかけらでカサンドラ本体を交換できて、はい。ブローチはもっとたくさん必要なんですけども、あ、違う。伴侶スキントロイの預言者。なんか間違えてたみたいです。あ、トロイの預言者の、え預言者の花かむりを使うとトロイの預言者っていうやつになるよっていうことですね。うん、合ってました。大丈夫です。お色直しの方は高くなってますね。本体より。ヒカさんと10人くらいで見てた頃が懐かしいです。そうですね。多分ね、2年前ぐらいとかですかね。はい、2年前ぐらいの時は、あのーまだまだ、もぐりだったので、あの
すごくクローズドな感じだったんですけど、最近はたくさんそうコメントもしてくださり、見てくださる方が増えて嬉しい限りですね。はい、ぜひね、日本人勢の方の、プレイがね、楽しくなるように、無課金でも頑張れるんだぜっていうところをね、お見せしていけたらなって思ってます。片様さん、またカサンドラ型落ちしないのか。伴侶の縁起物溜まっているんですよね。そう、伴侶の縁起物、私もめっちゃ溜まってて、なんか、真珠みたいに上位のやつ、でも上位のやつを出しづらいシステムなので、なんかどうにかしてほしいですよね。でもね、カサンドラをまた課金のところにやってきたあたり、もう、型落ちしないんじゃないかなって思います。これカサンドラじゃなくて、ジョセフィーヌとかだったらわかるんですけど、カサンドラここに持ってきたんだってちょっと思いました。富山さん、真珠が来てくれないとスケールが溜まる一方。真珠は、そう、私今週と勘違いしてたんですけど、来週ですね、いつもね、スピードアップの期間が真珠スケールが溜まる期間なんですけども、はい、来週新しい真珠が出ます。来週、そう、来週の金曜日か。来週の金曜日新しい真珠が出るので、800物販のタイミングだと思います。私も1000以上超えていて、なんか違うやつに交換してもいいかなって思ったりしてます。カーニバル担当官次戦宝箱。なんかいつもより入ってんの多い。で、キモンですね。はい、キモンの鎧かっこよくて好きです。知恵の袋が書かれている。まあいいや。で、マルクス・アントニウス。で、その他に、レアなアイテムが交換できますとなっていますということで、はい、課金をされていて、カサンドラゲットしてないよっていう方は、すごく珍しい、久しぶりに、カサンドラをゲットできるチャンスですので、お見逃しなくというところですかね。はい、オイル直しも、今回はゲットすることができるようになってますと。はい、で、そう、今回ここに来てしまったので、カサンドラの型落ち、前回1回だけあったのは、本当にレアなチャンスだったんだなということで、今後もそういうことがあったらね、必ず配信で取り上げて、忘れないようにしようと思います。はい。あとね、もう一個話したかったのは、この運勢占いですね。はい。運勢占いが来ました。はい。前回、なんか謎の占いイベントに変わったじゃないですか。戻ったっていうね。はい。遺跡と同じでデグレしたんですかね。よくわからないですけれども、前回のやつが評判が悪かったからなのかよくわからないですが、まさかの運勢占い。でね、ヒュプノスのなんちゃらってやつもうちのサーバー来たことがなくて、サーバーによってはヒュプノスのなんちゃらっていうのが来てるんですかね。はい。ということで、今回ね、運勢占いが来て、このラグナルのね、お色直しセットが当たるかもよっていうような機会になってます。不評だったんですね。不評だったんですかね。はい。で、不評だとしても、あれ、復活してくれないとちょっと詐欺で、このミスティックカードか。はい。イベント終了後も消えず、次回のイベントで使用できます。また分解したアイテムを獲得。分解っていうのがあるんだ。へえ。これ分解すると何があるんだろう。一個だけ分解しようかな。資源箱レアは入手できます。クソ雑魚だった。やめよう。資源箱レアって、これだよな。資源箱ミニだ。資源箱レア。まあでも別に大したあれじゃないからやめよう。はい。そう、このミスティックカードが、何回もね、イベント来て、貯めて、使うといいよ、みたいな、そんな雰囲気のお知らせだったにもかかわらず、来ないんかいっていうね。はい。前回の、あれも嘘になるから、なんか2つ出すとか、なんか方法なかったのかなっていうね、感じがしますね。はい。片様さん、ラグナの主軸で使ったのでスキン当たんないかな。いや、そう、スキンがね、そう、私、このイベントのそのスキンは、例えばオルトで当たったみたいな話も見かけるので、はい、ワンチャンあると思います。私は、当たったことがないんですけれども、はい、大当たりをね、引ける可能性があるようなので、はい、0.03% です。0.03%。
引くとワンチャンあります。ので、はい。これどうなるんだろうね。前の占いイベント来ないのかね。よくわからないけど、まあ別に大したアイテムじゃなかった気がするので、別にいいんですけれども。はい。そんな感じで、今回は運勢占いが来てました。富山さん、せめて交互に表彰。まあそうですよね。前回来なかったから、まあ前回はな、まあ大型イベントだったんで、許すとして、まあ今後ね、そう交互に来るだとか、何かその法則があると予測が立てやすいんですけれども、今のところね、急に1回来ただけなんでよくわかんないですね。ヘカテよりも低い。そうですね。ヘカテ0.4%とかだったと思うので、さすがに、大当たりって帯がついてるだけあります。はい。で、その他、王の花道軍隊の招集とかはいつも通りですと。ホリデーセレブレーションもいつも通りですということで、今回は蛮族ですねということで、私は毎日10回リソースのために殴っていますということで、まあ、すでに 270M いってるので、はい、残りの期間ね、殴ってれば、まあ、500いくかなと思っています。はい、ピラミッドに比べて明らかに楽なので、蛮族大好きです。あとは文明の夜明けが来てますかね。はい。文明の夜明けは、はい、蘇生とか、はい、離脱兵を読みますとか大変なんですけど、何よりも闇市200個が大変なイベントですので、皆さん無理されないようにお願いします。はい。場合によってはね、このレベルアップでジェム払った方が得するケースもあるとは思います。はい。で、続いて、激得イベント系は、まあ、先にこっちか。この初回購入で見れるところの、今回からね、また名称ホールが来ていますね。ということで、毎日のチャレンジクエストやシーズンクエスト、クリアして、このね、マックスにして、51以降のこのリワードをもらえる、どれだけ貯めるかっていうゲームだと思ってるんですけれども、はい、これね、見てお分かりいただけると思うんですけど、これね、レベルまだ14にもかかわらず、全部リワードが取れてますと。これはね、皆さん気づいた方も多かったと思います。はい、これ初日バグってましたね。初日、レベル0でも、宝箱全部もらえるっていうね、リワード全部もらえるっていうバグがありましたよね。はい。これはね、X とかいろんなところでも見かけたんですけども、そう、同じようにね、ゲットした方たくさんいると思います。でも、このイベントの本質は、51以降のこのミステリーボックスをね、集めるイベントなので、はい。まあ、結局ね、まあ、あまり意味がなかったかなっていう感じはしています。はい。しっかりね、毎日、このデイリークエストをクリアして、貯めていって、このミステリーボックスをいかに早くゲットするかっていう感じかなと思っています。はい。装備のね、強化が50回とかね、将軍の強化は100回で若干面倒なんですけども、まあ、いつも通りね、青のしょぼい装備を連続でこう強化したり、はい。将軍はね、あのーこのレベル1将軍みたいなね。よいしょよいしょ。こういうレベル1の将軍を、このね、100回強化ってやると2000ジャムで済むので、で、強化を終わらせずにキャンセルするとね、はい、2000ジャムで速攻100強化可能なので、はい、時短したい方はね、そういう方法もございますよということで。はい。よいしょ。この名称ホール、最近ね、来ますけれどもいいですね。私もう165個も溜まってんだよな。あ、なんか引いちゃった。うわ、外れだ。緑色かい。あ、でもルンソン、嬉しい。はい、ミステリーボックスね、なかなか、いいリワードが入っていて、もういつ開けようかなって思ってるんですよね。ぶっちゃけもう開けてもいいんですけれども。はい、まあ、もうちょい貯めて、これね、中身が変わるかどうかを一番気にしていて、中身が変わらないなら引くんだけどな。中身変わるかもしれないから引けないって溜まってますということで、もう164個も貯めちゃってます。バンザーが工場兵器がおすすめですし、ヒーダメージがすごく少ない。あ、はい、私レベル4はそう工場兵器使ってます。全くヒーダメージなくなって。いいですよね。でもレベル5はね、まだ工場兵器使うとダメージがめっちゃ食らうので。はい。あ、名称ホールのバグって1時間限定だったんだ。1時間で治ったんですね。そういうバグはすぐ治すんだよな。ヒカさん、でも50過ぎてもマイナス表記でね、もらえてません。そうなんだ。私は、そう、リワードだけ先もらってなんか14みたいになってます。
はい、もうエボニーね、そう、初日ほんとバグるんですよね。テストちゃんとしてないんですかね。はい。いや、でもそう、もう初日のね、バグ狙いでね、連打して、この中途半端にね、経験値を与えちゃったのね、ちょっとね、残念だなって思ってます。やっちまった。はい。もうほんとね、エボに初日バグあるんで、過去にもね、なんかドラゴンのイベントでめっちゃアイテムもらえたとか、なんか福袋みたいなやつで、なんか初日だけなんかリワードがめっちゃ良かったみたいなね、そういうのがよくあって、あのーサイレントで修正するんですよね、そういう運営が不都合なやつ。はい。だからね、金曜日、土曜日あたりはね、すごくね、狙い目、新しいイベント、特にバグが潜んでたりするので、ぜひね、金曜日、土曜日は積極的にプレイするのをね、お勧めします。月見さん、あの頃懐かしいですね。そう。もう、ヒカさんとね、月見さんはもう、序盤、なんて言うんだ。あの、サイコさんっていうのがいいのか。はい。すごくね、初期の頃からね、お世話になってます。Hello, thank you for your comment. This is Jar. Please subscribe for this channel. サイコさん、サイコさん。はい、知り合い以外の中で今も残ってる中でも、はい、かなり。ちょっとサイコさんっていう言い方はなんか失礼かもしれない。なんだろう。常連よくわかんないな。歴戦の視聴者です。そう、歴戦。はい。で、最後、劇特イベントのところを見て終わる一番にしようかなと思います。まあ、この辺のね、いつものリワードのところは変わりもないですし、いつも通りハンザ召喚を忘れずに交換しましょうねということで、私は建設7日間スピードアップを優先的に交換しています。途中で扱ったけれども、今回ジョーカーとサーカスクイーンがゲットできるなんかパッケージが来てるようですねとか、はい、真珠刻印パッケージとか来てますが、真珠は次回ですかね。はい、まあ、来週ね、火曜日また話すんですけど、新しい真珠がまた追加されると思います。ヒカさん、私が来た時には月見さんいらっしゃったのに、月見さんが最後さん、そうかもしれない。そうかもしれない。はい。で、超お得な育成ですね。超お得な育成は、はい。残念ながら真珠のやつが来てないので、これもまあ、いずれ変わるんじゃないかなと期待してます。運営さんよろしく。はい。で、騎士の試練も来ています。騎士の試練はね、この、ルイ9世とか、アグリッパとかがもらえるようになって、しばらく経っていますが、まあ、まだね、もうちょい大丈夫だと思うんですけど、またこれ急に変わったりとかすると思うので、はい、この辺のね、覚醒を狙ってる方は、もうそろそろ急いだ方がいいかもしれないですね。はい。続いてスーパー強化ですね。はい、はい、装備のね、強化に今適切なタイミングですということで、明日までですかね。はい。あと2日間ありますので、強化したいよという方はね、ぜひ強化していただくのいいんじゃないかなと思いつつ、私は、今回はスルーしています。はい。あと、消費還元イベントは、はい、途中まで喋りましたけれども、はい。今回は、ジェムは 1M で、資源は 10B でストップ予定です。はい。今回はね、ためで、4月に、バンと消費しようかなと思っています。ということで、はい、今回はね、特に資源の消費還元イベントが3回連続続いたね、最後の3回目ということで、結構皆さんカツカツなんじゃないかなと思いますと。はい。なのでね、無理せずに、4月に向けてちょっと貯めるのもちょうどいいタイミングなのかなと思います。はい。ここでね、建設の予約をして、来週の金曜日に来るスピードアップで、建設とかを完了するっていうのがね、いい流れなのかなと思っておりまして、私は今回で、この貯蔵庫をね、今レベルを38に上げようとしているのと、
凱旋門をレベル3からレベル4に上げようと思っています。で、これと、兵士の訓練とかを合わせることでちょうど10便になりそうだなっていうね、調整を今しながら進めています。はい。はい。凱旋門をね、レベル3からレベル4にすることで、この戦場での兵士の攻防 H が、10%アップ。今10%なんですけど、20%に上がるということで、はい、これ上げ得なのでね、こちら上げていこうと思います。はい、特に、4月からオールスターシーズンが始まります。私はね、前回サポートしていただいたので、今回はサポートする側のサポーメンとして、参加予定となっていまして、その戦場でね、少しでも助力できるように、はい、この戦場での、バフ、非常に重要なので、凱旋門をね、次上げようと思っています。はい。で、ちなみに、この凱旋門を上げたことで、ドラゴンの断壁がね、上げることができました。はい。まあ私、持ってないドラゴンのアビリティ、アクティブスキルということで、まあ関係なかったんですけども、はい。ついでにレベル4まで上げましたという報告です。はい。そんなところかな。よし。はい。まあ今回、は、まあ、ためのタイミングなので、まあ、じわ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 と、はい、上げまして、4月ですね。4月、計39にできるかどうか。はい、計39にするためには、一撃で 26B 資源貯めなきゃいけませんということで、まだね、全然足りてないので、しっかりこの期間で貯めないとなと思っています。大変すぎるよ、これ。一撃で 26B って、はい、まだね、この程度でヒーヒー言っているので、はい、生産力はね、上げて頑張っていきたいなと思っております。はい。ということで、K39 に向けて、準備をする3月ですと。はい。あとは、オールスターに向けて、今ね、モンハン向けの将軍を育成を頑張っていたんですけれども、はい、戦場に向けてね、PVP のバフの強化していこうかなと思っています。はい、3月はね、そんなところで進めていこうと思っています。今回は着工して、来週の金曜日からのスピードアップでは建設完了させる。そんな感じで進めていきます。はい、そんなところで育成プランもちょっとお話ししたところで、はい、気づけば12時21分なんでそろそろ終わろうかな。月見さん、カニさんいませんか？カニさんとかピカさんは、リア友なので、農家です。富山さん、軍艦レベル2の研究が完全に終わったので、上げないと研究が滞りそうでした。あ、そうそうそう、軍艦が、そう、軍艦の還元ってめちゃくちゃ重要なので、そう、軍艦がもうレベルが、えー軍艦の上げるものがなくなったよっていうタイミングはもう白レベルを上げる適切なタイミングだと思いますので、そう、その上げ方いいと思いますね。はい。で、そう、私も白レベルを39にするのを急いでるのは、もう軍艦が終わっちゃいそうだからなんですよね。はい。そう、結局4月に着工するけど、完成はきっと5月なんですよ。建設スピードアップが必要すぎて。はい。で、それを考えると、それまでの期間に多分軍艦終わっちゃって、はい。それをね、考えて、そう、逆算すると、あ、これ4月に着工しないとダメだってなってね、やってます。はい。すべては軍艦基軸ですね。ボーイさん、私も前回の同時還元で K38 にして科学院上げて、食料 20B、それ以外 35B 達成したので、今回は極力資源箱を使わず 10B 達成予定です。あ、いいですね。え、食料 20B、それ以外 35B、すごいな。それも大変でしたね。35B すごいな。いや、そうなんですよ。そう、なるべくね、そう、箱を開けないでクリアするのがね、理想ですよね。そしたら、そう、そのまま貯められるので、はい。自然増でね、賄えるのが一番なので、そう、10B、私もなるべく箱を使わず、なんかすげえ怪我してるけど、あ、出た、平地で送ってない。よくやる、このミス。まあいいや。はい、皆さんね、そう、そう、軍権を上げられる方は、そう、軍権を上げるタイミングペース。はい、3週間に1回、軍権のね、消費還元が来るんですよ。で、そのタイミングが上げるのに適切なんですけども、そう、それと合わせてうまくやっていくのがね、おすすめです。特に、この戦術の巻物なかなかね、集まらないので、
私はね、毎回5000回、5000使って消費還元で10%バック、500回収して、もうそれ以上上げずに次のイベントを待つ。で、それをやってるだけでも、なんだかんだもう計算軸上げなきゃっていうタイミングになってくるので、はい、うまくできてますよね、モニーは。よく考えてる。ボーイさん、初めて安全支援箱まで手つけました。いや、そうですよね。35尾ってマジでめちゃくちゃ大変ですよね。いやー、すごい。お疲れ様です。いや、引き続き頑張りましょう。はい。よし。そんなところですかね。はい。いろいろ話したいことは話せました。体感者の泉ですね。はい。これ、バフはね、早く上げた方が、得なので、早めにね、この6個の中からどれがいいかっていったところをね、皆さん見極めてあげましょうと。はい。個人的に大好きなのは生産力ですけれども、ちょっとなんかいらない荷重とかがついていますと、はい、普段のモンハンのね、行軍速度を上がるっていうのが、まあ、無難に美味しいのかなというところで、ポセイドンの支配や、この建設研究速度が上がるヘパイストスの技術、このあたりがね、個人的にはおすすめです。はい、皆さんね、好きなものを上げていただくのがいいと思います。はい。で、酒場の将軍ね。酒場から出るようになったことも嬉しいし、えプレミアムのね、引き換え書が、ちょっとまともになったというのは、非常に素晴らしいことだと思います。エピック歴史の名称の引き換え書にはね、まだ残ってるので、はい、ここからね、ジョージさんとか出るので、はい、いますね。はい、エピック歴史の名称の引き換え書は引き続き、残念チケットなんですけれども、はい、こちらプレミアムはね、だいぶ良くなったので、はい、素晴らしいですね。はい、貯めた甲斐がありますということで、はい。結構ね、良い変更が続いたかと思います。引き続きね、エボニー運営さんにはぜひ頑張っていただいて、お知らせをちゃんと出してくださいと思ってます。下流さん、私は 70B 食べないといけないので、しばらくパス。70B ってあれですね、多分馬小屋のレベル40とかですね。すげえ、頑張ってください。はい、よし、さあ、喋ってると終われないので、こんなところで終了しようかな。よいしょ。はい。そのところで今週もありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。本日初めて、同時視聴者数がね、100超えたということでめっちゃ嬉しいです。最近なんかたくさん来てくださって嬉しいな。はい。ぜひね、お気軽に皆さんコメントしてもらえたらと思います。はい。また来週はね、予定通り火曜日に配信予定です。よかったらまた来週も遊びに来ていただけたらと思います。はい、それでは本日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。おつじゃる様でした。